いらっしゃいませ。喉が突然失礼しました。いらっしゃいませ。ごきげんよう。本日からオキシエンノットインクルーデッド新シリーズ、こちらやっていきたいと思います。今までもオキシエンノットインクルーデッド何度かいろんなシリーズでやってきましてね、難しいとこから簡単なところから慣れてない時にやってたりとか、だいぶ慣れてる状態でやったりとか、いろんな縛りをやったりとかいろいろやってきたんですけれどもね、本シリーズもついにナンバリングで12回目となっていきますね。まあ12回目だからって別になんかいいことあるわけじゃないんだよ。単に宴さんが好きな数字が12ってだけなんだよね。で、その第12回目のね、オキシエンノットインクルーデッドのシリーズ、今回何をやっていくかっていうのはちょっと最初にお話しさせていただけたらなと思うんですけども、ですね、今回一度プレイしたことのある惑星の方に行こうかなと思っております。先日ですね、もう3週間ぐらいかな、前ぐらいあたりから新シリーズどうしよっかっていうので、YouTube のねコミュニティ投稿の方でアンケートを取っておりましたね。でそのアンケートの結果、いくつかこっちから提案させてもらって、プラスアルファね、他の行いであるよって人はコメントくださいねってやったんだけど、結果として4つ俺が挙げたうちの3つがほぼ僅差だったのね。だからちょっとね、一番票が多かった、一応ね、一番多かったやつっていうことで、すでに一度やっている惑星の方に行きましょうということでね、今日はですね、ライム惑星の方に行こうかなと思っております。このライム惑星、また後でちょっと説明するけど、ちょっと簡単っちゃ簡単なんだよね。簡単なんだけども、案外簡単だからって手伸ばしてみたらめちゃくちゃ難しかったっていう声をよく聞くマップでもあったりするので、今日はね、そのライムという極寒惑星、寒い惑星の方でプレイをしていくと。ね、でプラスアルファですね、それだけだと宴さんもだいぶ慣れちゃってるからね、サクサクできちゃうんですよ。なのでじゃあなんか別のプラスアルファつけようかなということで、いくつか縛りを設けておりますね。今日はそのオキシエンノットインクルーデッドのライム惑星でやるんだけれども、宴さんの配信ではなかなか珍しいちょっと強めの縛りをね、つけておりますのでね、ちょっと、説明をさせていただけたらなと。で、概要欄に書いてありますね、最初の方にいらっしゃいましたごきげんよう宴ですって書いてあるの、その次そのままルール書いてあるのはなんでかっていうと、俺がこの先文章を書き忘れてただけなんだけど、概要欄ちょっと見ていただくとね、いろいろ書いてあるんですけど、ゴールとしては時間の裂け目っていうロケットで行けるところの一番遠いところに行くのが、目的です。実績としては大脱出ってなってるやつですね。それが目的なんですが、禁止事項としていくつかありまして、この惑星寒い惑星だから、生き延びるためには温めなきゃいけないんですよね。寒いせいでいろいろできないことが出てくるから温めなきゃいけないんだけど、その温める目的で機械を使うことを禁止します。例えば液体ヒーターか、液体ヒーターとか空間ヒーターとかそういう温めるのもあるんだけど、そういうのは一切使用禁止で、液体クーラーみたいに自分自身が熱を出すものっていうのもあるんだけども、そういうのを、基本使用禁止っていう形にします。この基本っていうのはちょっとまた後で説明するね。基本使用禁止です。でプラスアルファはさっき言ったねアンケートの方で 3位だったかな、3番目に出てきた書いた3番目とか3位だった、結果のやつ、投票してもらったやつをそのまま持ってきてまして、二酸化炭素を出す発電機器、石炭発電とか、天然ガス発電とか、あれ完全に使用禁止にしますね。だから二酸化炭素で温暖化を測るみたいなこともできないよと。で発電機器だからね、もともと発熱量も多いので、ちょっとそこは禁止しとこうねっていう禁止事項を設けております。ただちょっと許可事項としてさっき液体クーラー禁止って言ったんですけども、基本的にはあれ条件付きで OK にしようかなと思ってます。というのも今回の目的が時間の裂け目到達なんですけど、ここ行くためには液体水素と液体酸素を作らなきゃいけないんだけど、これ作るのに液体クーラーがないと作れないんだよね。っていう問題があるので、そういう他に代替手段がない、必要な資源があるんだけど、それを作るのに他に代替手段がないんだったら、それは使っちゃいけないよと、使っていいよという形にしようかなと。だから精錬装置ってあるじゃないですか。あれも熱足すんだけども、あれも
鋼鉄を作るためになら使っていいんだけど、精錬銅を作るためには使っちゃいけないみたいないう形で、とにかく熱を出すものをできるだけ控えるっていう形かつ、他に手段がないんだったらそれは使っていいよという形でやっていこうかなと。あと既存施設今言ったみたいになんかすでに作って必要だから作ったもので温まった場合は、それなんだろう、温まった場合はそこを使っちゃう、その残機を使うっていうのはありですね。鋼鉄以外は NG なのか、鋼鉄以外で他ので作れなければね、他で作れなかったらダメ、OK みたいな感じで、あとね、間欠泉による暖気も OK にしてます。だから蒸気噴出口を見つけたらみんなそこに集まって暖を取るとか普通にやると思うんだよね。そういうのは OK と、使うことは OK という形でしていこうかなという縛りをね、今回珍しく設けております。ちょっと前置きが長くなりましたけども、そんな感じでですね、本日のオキシエノットインクルーデット新シーズンということで、暖気禁止な極寒惑星というのをね、やっていこうかなと思っておりますので、本日も皆様よろしくお願いいたします。で、ちょっとごめんなさいね、挨拶の方させていただきます。ゆきとさん、グッドラックありがとうございます。ゆきまんじゅうさん、こんにちは。亀田様、こんばんは。ボムさん、こんばんは。なんかしょっぱなから喋り慣れてないみたいな感じで喉がつっかえたよね。ガブさんこんばんは。ダシさんもこんばんは。黒猫さんこんばんは。甘酒をね、飲んだ後だったんだよ。飲んだ後だったから今ちょっとポコって詰まっちゃったみたいな感じが出ちゃったね。パサナさんもこんばんは。ブカちゃんさんもこんばんにゃーん。来たライブ、本日ライブやっていきますよ。エステルさんこんばん、こんうたげ。ニコさんこんばんは。新シリーズ楽しみです。来ていただいてありがとうございます。佐藤さんもよろしくお願いいたします。こんばんは。片桐さんこんばんは。水素発電はありにします。二酸化炭素が出ない発電機なのであれは OK です。だからハイドラさん作っちゃったらもう電気はなんとかなるかなって感じではちょっとあったりはするんだけども、寒冷惑星だからね、そもそも水がねえって水が難しいというところはあったりするからね、その辺はちょっとご勘弁いただければなというところですね。で、マルさんもこんばんは。反エントロ君を見かけたら起動せずにはいられなくなる縛りと聞いてきました反エントロピー型熱無効化装置は無条件で起動させるっていうのはありかもしれんなね。ささみさんもこんばんは。とても楽しみにしていました。来ていただいてありがとうございます。というわけで本日から新シリーズちょっとやっていこうかなと思いますので、ね、でモッドをねちょっと追加しております。今日いろいろ調べてて、これ良さそうじゃんっていうのがいくつかあったので、建築メニューを大きくするのとか、スケジュールマスターっていうなんかスケジュールの調整が少し楽になるやつとかいうのは入れております。モッドが入ってなくてもバグらないものなので多分大丈夫かなと思うんだけど、リサイズディップ UI ってなんだっけか、これなんだっけ、まあいいやとりあえずちょっと入れてるので、こんな感じで進めていきましょう。というわけで初めからサバイバル普通でやっていきます。で、惑星はですね、今回サードシーズンが確かライブだったんだよね。で、そこでいろいろやってはいるんだけど、今回ね再びライムに再放しようかなということで、惑星はライムにしていきます。物語特性は全部つけとこうね。で、モッド使うとね、このゲーム設定がいろいろ増やせるようにはなるんだけど、これでちょっと調整したいことがあるんですよ。概要欄にもちょっと書いてあるんですけども、この寒冷惑星、極寒惑星ね、極寒惑星ライムって言ってる割には、実は一番下に一番深いところにマグマがあるんですね。暖取れちゃうじゃないですか。だから凍結核にチェックを入れていこうかなと思います。基本的にこのなんだっけライムか。ライムはこういう特性とかつかないんだよね、基本的には。なんだけど、モッド使うとこれつけられるんだ。だから、こうチェック入れといて、凍結核つけて、マグマがない状態にします。火山はもしかしたら生まれるかも。で、もう一個ちょっとね、設定いじろうかなと。何かなっていうと、このジオアクティビティというものです。これ何かっていうと、間欠泉の数を制御するものなんですけども、いつもね、活発な地殻にして間欠泉を増やす代わりに全部使えようねっていう話をしてるんですよ。なんだけど、今回は暖を取るのがちょっとない方がいいから、あえて安定した地殻っていう書いてあるかな、この惑星には通常より少なめの間欠泉噴出口がありますという形で、間欠泉の数を減らしますね。凍結核でマグマをなくしつつ、安定した地殻で間欠泉の数も減らして、果たして宴はこれで時間の裂け目まで飛ばすことができるのかどうか。巨大な氷塊やるちょっと待って、あったよね巨大な氷塊。これもつけるか、10回つけとくね巨大な氷塊もつけとくわ。はい、あとなんかそれっぽいのある？こんなもんだよね。でもね、やるとしたらな。
というわけで、巨大な氷塊もちょっとつけて、凍結角と、安定した地殻のこの3つの特性をちょっと元でつけた状態で今日はやっていこうかなと。これリロードしても変わんないね、OK。なので、ちょっとこれね、ガーッとリロードして適当なところでプレイしていきたいと思いますね。こんな会社で仕事させられる複製さんよ。ほんとな。ね。コロニー立ち上げ初期を見るのが好きだから楽しみ。コロニーさ、立ち上げ初期ってやっぱ面白いよね、やっててね。惑星名は冷凍庫、巨大冷凍庫にしとこうか。ね、ディプが震えるラインが好きです。そうか、ディプずっと震えるもんな。寒いとあれだよね、確か動きがちょっと悪くなるんだよね。だからもしかするとゲーム自体のペースは少しいつもより落ちるかもしれないんですけども、まったりとね、宴はまったりとあったかいところで、エアコンの効いたあったかいところで、涼しいところで、で、ディプたちは寒い中で頑張ってもらうという形でやっていこうかなと思います。というわけでゲーム開始。さあ、どんなマップが出来上がるのか。一番最初のね、中心のところ、プリンターのところはそんなに寒くないんですよ。普通に20度から30度ぐらいになってるから、そこが冷え切る前になんとか対策取んなきゃいけないよねというのが一番最初にやんなきゃいけないところです。で、ここのリロールなんだけど、いつもね、これモッド使って設定変えてるんですが、今日はもうモッド使わないで、研究者と建築家と採掘員っていう形で、適当にやっちゃおうかなと思います。この子ちょうどよくない？無教養だけど、これ無教養の鎧の服ってなんだね、装飾が減少しちゃうけど、これはこれでいいよな。で、建築担当、医学はいらないから、建築担当が建築と何か、もしくは建築のでかいやつ、建築級とか、建築級、まあ、建築級でいいか。ね。で、採掘担当の子が採掘建築って両方できることになってるので、この3人でもう行こう。ね、ヨレヨレの服、未熟なアーティスト、ヨレヨレ、みんなヨレヨレだわ。というわけで、巨大な冷凍庫。巨大な冷凍庫っていう名前でね、今ちょっとパサランさんに提案してもらったものちょっとつけて、巨大な冷凍庫という惑星でやっていこうかなと思います。ね、さあ、一体この先この3人はどんな人生を歩んでいくのか、頑張って、指示をね、していきましょう。それでは、スタートゲーム。そうか、食料ほぼ腐らないのが利点か。そう、ほぼ腐らないと思う。全く腐らないわけじゃないけどね、マイナス20度いかなきゃいけないから。ね、ピーターソーさんもこんばんは。本日から新シリーズですね。オキシェノットインクルーデッドシーズン12。暖気禁止な極寒惑星。ここから開始いたします。開始。ね。で、ちょっと最初の方は時間止めて周りを見ていきますか。水がね、なんか嫌な形してんな。ここに水があんのか。じゃあ、早めにそっち行った方が嬉しい気がするね。で、もう暇って言われちゃってんから、ちょっと下のこっち行けるようにするか。下掘ってな。多分食料の方が欲しいから、あとここか。ね、水多め当たりかな。いやー、多めとは、まあ、ここ1個は大きいけどな。多めと言えるほどかっていう感じはちょっと、してしまうよな。で、ここの水ちょっと使いたいんだけども、こんな感じでやると多分事故るからこうかな。ちょっとこんな感じで作っていきましょう。で、スケジュールを今のうちに、追加。これができるらしい。ちょっと待ってね。とりあえず就寝4で、就寝2か。で、休憩4がいつもの宴のパターンなので、休憩つけて、ちょっとホルモンねって言われてない？金属と飯だけほっといてもらっていいですか？はい。で、スケジュールで、読んで、労働でこれで、これコピーとかできんのかな？できないのね。スケジュールはまとめてになっちゃうのね。まあいいや。とりあえずこれ、一旦同じにします。全部同じにして、なんか、1、2、3、4、5、6、7、8とか、2、3、4、5、6、7、8でやって、まあ、セーブプリセットとかやっとけばいいっていうね、モッドになってます。あとは、ここにレイヤちゃんと、バブルスちゃん設定しておけば OK でしょう。はい、これで一応そっち系はできた。あと、ここあれして、こうして、酸素少なくねえか、デフォで。思った以上に酸素が少ねえ感じがするな。ね、ちょっと怖いね。というわけで、本日始まりました、オキシジェンノットインクルーデッドシーズン12、暖気禁止な極寒惑星、ここからプレイしていきたいと、プレイもうしてるけどな、していきたいと。でいつもここ、攻撃とこれをやって、生命維持は人によってだから放置しましょう。
で、スティーブ研究、建築の採掘ってちょっとつけておいて、そろそろもう研究端末できるから OK だよな。作っとこうね。で、さっき言ったビッグビルディングなんとかってモッドなんだけど、これグリッド表示にした時に、今はもう関係ねえか、狭いから。縦3ラスしか出ないやつがもっとたくさん出るようになるっていうモッドなんですよ。おいおいちょっとね、チェックしていければなと思っています。なのでとりあえずここはバッテリーつけて、なんかさ、話しながらやるの慣れてないわけじゃないんだけど、すごく今焦ってるというか、大丈夫かこのペースでってなってる。とりあえずそっちに置いて、今まだ3倍もう3倍速にしてんのか。ここに水あんのちょっと怖いよね。でもいつものやりたいあれができないなって感じになってんのが少し気になる。で、ここが高さ4だからちょっとここら辺にこれやっといて、ここ掘ってこの辺トイレ作ろうかなって思います。やっぱオキシエノットインクルーデットっつったらね、最初はトイレですよ、作るならね。というわけで、最初トイレってもう研究施設作ってんだけど、野営トイレとか医療の方で洗面台を2個でいいかなね。多分6人になるまではニコニコでことが済むと思うので、ニコニコにして、よいしょ、こんな感じで、上はまあでもいいか、こんな感じにしときゃね。トイレ用の水すら凍りそう。そのうち凍ってしまう可能性は十分にありそうです。ほんと危険で、これだけ最初に作っとこうかな。研究まだできないけどね。だからもうここ凍ってるでしょ。ここの水がさ、形がすごく嫌で、今ちょっと困ってるというか、大丈夫かなって感じになってんだけど、ここをね、こう掘って、むしろこっちの方もこう掘ってあれしたいなっていうのがある。こっちに溜めちゃいたい。こっち側に右下にまとめちゃいたいみたいなところがあるね。禁止ワード怖い。禁止ワードってなんだね。で、このライム惑星、どんな惑星かっていうと、温度を見ると分かります。こんな感じですここの中温とこだけが20度未満だな。今19度とかになってんだけど、それ以外が常にマイナス温度になっておりますね。なので何が困るかっていうと、水が水がある。やったぜ。水が簡単に凍ってしまうんですよ、こんな感じで。だから早めに暖房器具はのが用意できないんだけど、温めるっていうルートを取れる状態にしてってあげなきゃいけないというものがあったりしますね。で、トイレはそれやってんから、ここでこうしときゃいいかな。ここ止めとこうかな。はい。ね。もうすでにトイレあれしてるけど、まだ建築が終わってねえから、ちょっと勘弁してくれ。ちょっと、今やんと、結構病原菌が蔓延してしまうぞ。ね。病原菌が蔓延してしまうぞって言ったけど、そんなに別にね、辛い話ではないです。このゲームでね、一番最初に病原菌に触れる場所って言ったら、このヘドロエリアなんですけども、見ての通り、ヘドロにあいつがいません。腐敗病菌がいません。なぜかっていうと、腐敗病菌0度あたりで殺菌されてしまうので、ライム惑星だと全体がマイナスの温度になってるから、もうみんな死んじゃってるんだよね。どこにもいないんですよ。っていうメリットがちょっとあってさ。ね、だからね、結構、よいしょ、安全に、こんなヘドロエリアはね、進んでいくことができたりします。これさんもこんばんは。本日のキセノテンクルで新シリーズ、極寒惑星、暖気禁止な極寒惑星、こちらプレイしております。今、始めたばっかりだからね、まだ何もできてないんだけど、あと何がいるんだあと何がいるんだ俺。微生物の材料とかまだいらないかな。電力、酸素散布装置があってくれんと嬉しいかぐらいだよね、多分ね。ちょっと置くだけ置いとくな。よいしょ。で、ここもこれやっといて、バブルスちゃんの掘り方が微妙だな。低体温症つきました。というわけで研究が終わりましたので次行きましょう。次なんだけど、酸素問題を一番解決したいってところはあったりするから、まあ、網ポンプかな。ちょっと電解装置が使える状態にしとこうかなと思います。この辺りは、あれですね、RTA を練習した時に培ったやつですね。あの辺で頑張っていくと。で、ベッドをね、どこに作るかがすげえ重要で、まあ、ここの上でいっか。ここ掘って、ここベッドルームにしよう。こっちを。ね。で、それを考えると、ベッドルームの上に電解装置を置きたいので、ちょっとね、そんな感じで進めていきます。さあ、しばらくちょっとデュプたちには研究だ、採掘だを進めてもらわなきゃいけないから、あの子、帰ってこれるのかしら。帰ってきてるね。大丈夫だね。みんな上にいるよ。問題なさそう。よいしょ。ね。
こんな簡単にデュプたちが帰れなくなることあるわけないじゃないですか。2マスだ、高さ2マスのね、場所だったらね、上り下りできるからね。そう。ね。なので、テラリウムができたな。テラリウムできたから、これちょっとキャンセルして、ここにテラリウム並べとこう。これでちょっと下の方に二酸化炭素を落として、落ちた二酸化炭素はテラリウムで処理してもらうという形をとっておきましょうね。で、皆さんにはですね、ちょっと1点お願いがありまして、このキシェノットインクルーデッドのシリーズ、なんだっけ、暖気禁止っていうテーマを掲げているんですが、宴さんうっかり暖気取る可能性があるんですよ。ね。そしたら、それ暖気じゃねっていうのは言っていただけたらなと。ただ、概要欄に書いてあるね、ルールちょっと見ていただいて、絶対にダメっていう話ではないので、その辺ちょっとね、ご容赦いただけますと嬉しいんですけども、ね。電解装置、水素発電、断熱タイルのコンボできるまではきつかった覚えが、そう、結構ね、酸素周りはきつくなる気がする。だから、今、これ優先度でこんな感じにしちゃってんだけど、収納でよかったっけこれ。違うな。優先度的にはこの子操作だな。操作にして、採掘担当の子に収納つければいいか。配達になるのか。配達になるんだったら、バブルちゃん生命維持にしよう。ね。で、やってもらおうか。で、レイラちゃんはそっち行って、ちょっと上の方はな、今、呼吸がしづらくなっちゃうけど、ごめんね。で、なんだっけ、寝室を作るって話をしたよな、俺な。だからそこにちょっと寝室を作ります。ただ、寝室、そんな急いで作るあれでもないんだよね、実はね。なので、いや、でも寝室でさ、高さ3マス、4マスとかいらんくない？気がするから、とりあえずベッド1、2、3、4つ、5つぐらい置いといて、ここ天井にしちゃおうかな。ね。っていうので、そうするとここをちょっと開けといて、電解装置ルームをここら辺にね、ちょっと作っていくと。で、研究が終わりました。今次のやってるんですが、水が欲しいぞと話になってきているので、配管の、給水ポンプ、遠くというより、多分ここに置いてここ削るのが一番いい気がすんな。ね。この辺から持ってっちゃおうかなって思います。うん。ね、実質、肉食以外の実績達成しそうですね。そうなると思うんだ、多分。でもプランター作ったら終わるもんな。そうか。プランター作ったら終わるというか、プランター作ったところで育たねえから意味ねえんだ。ね。というわけで、ちょっと、粛々と今、建築というか、あれを進めてもらっているので、すべてが終わるまで少々お待ちください。ね。なんだかんだで食料とかなくなる可能性あるからね、掘れるところは掘っておきたい。今3倍速だよね。3倍速だよね。なんか、進みが。というわけでなんか作るようになりました。一体誰が来るのか。ジョヤが欲しい。ジョヤが欲しいんだけど、アマリくんがですね、建築と筋力があるタイプの子なんですよ。この子がいてくれると、ものづくりがちょっと早くなるので、ちょっとそっちでアマリくんで呼んでいこうかなと思います。バブルスちゃんがどっちだっけ？あれだよね、採掘担当だよね。こっちにアマリくん置いといて、で、優先度的には建築で、物運べるって言ってんから収納に回しとこうかな。で、あまりくんは建築担当だから建築の帽子をかぶせておきましょう。副配信はずっと等速だったから感覚鈍ったとか感覚鈍ったところはあるかもしれない。ね。うん。で、どうやったかな。あとね、やりたい研究がいっぱいあるんだよ。ここからが、本番でやりたい研究がいっぱいあるんだけど、とりあえず、電気はまだいいから、あと、ポンプか。これが欲しいわ。ね。何が欲しいかちょっと、吸気ポンプと、こちら、気流タイルが必要になってくるので、気流タイルをちょっとね、作っておこうかなと思います。これ、ここじゃねえな。18マスってどこだこれ。ここな。ここまで来んのな。オッケー。だから、こうなるはず。だよね。こうなるはずで、ここは壁にするから壁でよくってってなって、多分もう電解装置ができているので、電解装置を作っていくんですけど、まあこんな今はちょっとこれで置いときましょう。あとこうか。今はちょっとこれで置いとくね。あとは建築ができるのをまた待っていきます。で、ここのところ、ちょっとボール状になんかやったんだけど、何かっていうと、こちらですね。料理を入れるところ。っていうのを作っておきます。これによってですね、ここのところ、多分二酸化炭素がどんどん溜まってくるので、ここの、
場所にね、入った二酸化炭素を上から抜けることが難しくなるので、ここにこれを作っておけばですよ、腐りにくくなると。腐らないわけじゃないんだけどね、腐りにくくなると。で、もともと温度が16度って低めなので、まあ低めって言っても16度ぐらいだったら関係ないか。ね、もうちょいこっちの方まで移動して、ここら辺に本当はね、食料庫置きたいんだけど、今は一旦は、こんな感じでやっておこうかな。すべてでいいか。ね。で、こっちいらない。やっておきます。ね、炭酸ガス貯蔵庫か。そう、炭酸ガス貯蔵庫にして少しでも、腐りにくくというね、形にしておきます。さあ、ここからは、今日やりたい、今日の目標を言わなきゃいけなかったね。今日の目標どうしようか。ね。宇宙行く今日の目標、宇宙行きますみたいな。ね。いや、行けなくないのよ、多分。2時間だろ？ちょっとまだここ掘れないからあれだけど、多分ね、行こうと思えば宇宙を見ることはできると思う。ね。なので、ちょっとここだけちょっと先作ってもらおうかな。あと、下の方にも行きたいんだよね。でもまあいいや、一旦これで、あと、電気系がそこに来てて、ここで4つだから、1、2、3、4だ。床面ここに来るはずね。よし、ここに置いといて。で、ここ多分二酸化炭素だらけになるから、あんまりここにね、物を置かない方がいいかなって気はするんだけど、こんな感じにして、電気つないでおきます。何のための電気かと、この下の方のこのパイプ、ポンプ用の電気ね。そっか、熱い間欠泉探そうか。とりあえず掘ってな。それ大事だもんね。よし。じゃあちょっとそっち方面進めていこうかな。ね、研究が1個終わったね。よし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 。で、気体ポンプが作れたの、吸気ポンプが作れたので、これだけちょっと、ここに置いとこうかな。ね、建築の指示だけは先に出しちゃおうかなって思います。ね。で、換気やパイプ、ブリッジ通行、オッケーオッケー。でしょ？ここら辺はもう掘っちゃってよいよ。ね。で、トイレの優先度上げとかないといけねえな。福生さんの福利厚生も大事。そう、超大事。福生さんがいるから、この頃には生きていけるんだもんな。荒引き父さんもこんばんは。本日の記者ノットインクルーデッド新シリーズ、暖気禁止な、極寒惑星ということでですね、新シリーズが開始いたしました。まだまだ序盤なのでまだあれなんだけれども、今ですね、寝るところとトイレができたところかな。あと食料庫の移動ができたところですね。で、研究とかもしてもらいつつ、で、温度の方はこんな感じです。もうすでに寒いところに移動してると、ここ大丈夫か温度マイナスいってんな。場合によっては水で大変なことになるかもしれん。しまりさんもこんばんは。本日のキノットインクルーデッド、ただいまデビたちがちょっと頑張ってくれてるのでね、出来上がったらまたいろいろ説明紹介していきたいなと思うんですけども、スキルはまだつかないのね。オッケー。なんかね、復興支援どうこうっていうよりも、どっちかっていうと RTA の感覚になっちゃってんから、あれ次やんなくてってなっちゃってるね。機械の発熱はルールについてはごめんなさい、一旦概要欄の方をね、目通していただけると嬉しいなと思うんですけども、基本的に暖気目的で機械を作るのは禁止です。だからあったかくしたいから機械を作るのはなし。ただ、作った機械で暖気を取ったりするのはありです。ちょっとここ分かりづらいところなんだけど、電解装置を使って酸素が欲しいからこれを作るのはありなんだけど、あったかくしたいからこれを作るのはなしみたいな。で、なんだっけ、精錬装置とかもあれがないと作れない素材ってあるじゃないですか。そうしたら使っていいんだけど、そうじゃないんだったら使っちゃダメっていう。だからパンチングマシン、基本パンチングマシンで鋼鉄だけ、あれになるみたいな、精錬装置になるみたいな、そんな感じで進めていく予定でございますね。で、今そこにパイプだけあって、もう建築の方を進めておきたいので、ちょっと雑になるけども、いつも通り、こんな感じでつなげられるようにしとこうかな。で、こいつ用の電気も多分必要になってくるので、一応多分ここら辺に置いときゃなんとかなんでしょう。はい、こうして、電線で、ギャーっとやって、ここら辺は、どうしようかな。多分、これでいい気がするよね。で、やっときます。ちょっとここだけ切っとけば上からアプローチできるでしょ。よし。これでちょっと作ってもらって、あとは、ね。結構ルールが複雑だけど参考になりそうだ。そう、ちょっと複雑なんだよね。まあ、基本ダメなんだけど仕方なかったら OK っていう思っていただければ。ざるすぎるな、表現が。ね。
で、ご飯の方がまだいけるな。大丈夫だね。今、研究が終わりました。で、それもできたので、次がですね、あともう一個さっきダメって言ったやつ、禁止したやつがね、こちら。石炭発電とか薪ストーブみたいに二酸化炭素を出す発電は禁止しています。ね。パンチングマシンが必要なんからパンチングマシン作っとこうな。ね。金属系噴出口にバリエーション欲しい。わかる。求めてたら、火山用の、マグマが出る火山用のモッドがあって、噴火した時に、これ火山だとするの。こっから、ボーンって岩石が飛んで壁を壊すっていうモッドがあった。それだったら面白いかもしれないなと思ったけど、さすがにやばいなと思ったから今回は入れてないです。ねえ。これまだ少ないからわからんか。もっとたくさん出たらちょっと確認していくね。というわけで、気流タイルがやっと手に入ったので、気流タイルも設置しておきます。気流タイルがこんな感じで作りたいんですよ。これさ、ちょっと待って、俺1個大変なことになってんな、これ。ここ二酸化炭素今できちゃってるけど、まあいいや。言ってることがコロコロ変わりすぎだけど、ここがそうでしょ。だから壁がここに来るんだよね。で、そこから出入りする予定だから、まあ、ここまでは入れちゃっていいのか。こんな感じでちょっと作ってもらおうかな。ね、うん。メルトダウンするモッドもあったな。メルトダウンはモッドじゃなくてもメルトダウンするんじゃないの？もっと別の形でメルトダウンしちゃうのかな。ね。で、こっち作っといてもらって、そろそろスキルが、スティーブは採掘担当の子だから、あれ研究担当になってない？スティーブは研究担当なのか。じゃあ、コード研究をつけとくか。ね。バブルちゃん、レイラちゃんが、建築か。で、バブルちゃんが採掘か。バブルスちゃんの方で、ちょっとね、上位を早く狙いたいんだ。バブルスちゃんのね、経験値が早めに欲しいなという感じなんだけど、これ誰も持ってこれてなくて、アマリくんの建築がちょっとあれだから、一旦下げて、生命維持、配達つけとくか。これ配達だよね、多分ね。生命維持か配達になってんから、そうだね。あまりくん建築担当だけど、ちょっと配達メインに動いてもらいたいと思います。ね。鋼鉄耐えるじゃないきゃ耐えられないやつか。そんなのがあるんだ。火山のやつか。火山のやつね、ちょっと画像だけちょろっと見ただけだから、詳細まではわかんないんだけど、自然タイルがボコスカ壊れてってた。ねえ。でしょ？で、そっちできてるでしょ。電解装置を今作る。ここ今いいや。まだ一旦そこだけ壊してもらって、で、今、こっち側、咲いちゃったんだけど、キャンセルしたのなんでキャンセルしたかっつうと、右の方に行けてしまって、帰れないみたいなことをやりかねなかったので、ちょっと、こっちに置きました。で、ここにはこうしなきゃした方がいいよね。うん。ちなみに今回、無限圧縮等々禁止いたしません。ね。禁止しないので、よいしょ。いつものね、不思議な、あれ、どんどん作っていけるかなと思っております。うん。でしょ？なんかさ、足りない気がするんだよな。やらなきゃいけないことをやり損ねてる気がするんだよな。ということで、レイラちゃんは建築担当だから建築、バブルスちゃんが採掘担当だから、採掘をつけてもらいます。で、バブルスちゃんが採掘つけてくれたおかげで、こっちが掘れるようになるんだよね。で、塩素のエリア、入っちゃうと結構厳しいから、ここからですね、どうしようかな。石炭使わないからさ、こっち行こうか。ヘドロエリアに。ね。で、この辺からちょっと上行こう。どうしようかな。まあいいか。さ、そういう、いやまあいいや。言ってることがなんか、揺れ動きすぎだけど、とりあえずここまで掘ってもらう。流星群来ております。全然見えてないけどね、流星群のアラートだけはなんか出るっぽいです。うん。という形で、ちょっとバブルスちゃんには採掘を頑張ってもらいつつ、ここそれできたね。で、ブロックを作ってもらいたいんだけど、ここら辺優先で上げとこうかな。建築担当の子ね。で、研究は粛々と進んでて、あまりくんさ、優先度、建築さっきなしにしたけど、建築をちょっと上にしよう。で、配達と生命維持でつけといて、手が余るんだったらちょっと建築しといてねって形にしとこうか。な。これね、多分ね、ムックルーとこっちにした方がいい気がする。この腐るやつと腐らないやつ分けた方が見た目が分かりやすいのでね。で、なんか誰か新しい子が来るようになりました。一体誰が来るのか、どうしようかな。操作担当で、リアムくんをもらうのがめちゃくちゃいいなって今思ってるんだよ。俺の中で。で、ただ、農業はな、あれだよな。採掘できないのはちょっと困るので、こっちね、口呼吸なんだよな。
口呼吸なんだけど、リアムくんの機械操作でちょっと頑張ってもらうっていうのが美味しい気がするから、5人目リアムくんを呼ぼうかなと思います。へいよグッズスッス、フクログさんこんばんは。本日のオキシエノットインクルーデット、ただいまですね、どうしようかな、こんな感じでやっております新シリーズということでね、ちょっと待ってね、操作でいっか、操作つけとこうかね。で、スケジュールはリアムくんこっちに持ってきたくって、これでよね、で、5人来ちゃったからもうちょっと伸ばしておこうね。今ここなんだ ?16、2個足んねえな。2個足んねえちょっとなんでそんな中途半端な数になってんの？あ、18あるか。1、2、3、4、5、6、あ、8あるわ、大丈夫だ。というわけで本日のオキシエノットインクルーデット新シリーズということで、極寒惑星、めちゃくちゃ寒い惑星の方でですね、マップ、探索をしていくというのを進めていこうと思っております。これ清掃担当はリアムくんに任せるか、これも。ね。清掃操作下げて、配達操作でいいかな。ね。人力発電機でいつの間にか20まで育ってる機械すぎる。今回それありえそうなんだよね。うん。あ、ちょっと研究止まっちゃってる。研究が止まっちゃってんから、はい、この上のやつな。高えやつやって、多分、もう一個ここにあっていいよね。で、こうしといていいよね。で、ここ作れるよね。多分、新しいスーパーコンか。スーパーコンが作れるから。で、リアムくんそれを掃除してくれてね。ありがとう。OK です。でだ。あと、そろそろ一通りここにつけるものは揃い始めているので、一旦ここに手動エアロックを置きまして、ここから、建築も終わってるもんね。汚染水が欲しいな。こっち一回壊すわ。うん。汚染水がこのゲーム、序盤ではなかなか実は手に入るな。手に入れることは難しいので、ここにある汚れた汚染水をちょっとね、使っていこうかなと。ね。すでに使った、なんだっけ、手洗い場を壊してあげると、これやるの忘れた。手洗い場を、でも今つけとくか。手洗い場を壊してあげると、あれしていくっていうね、形になってるので、YouTube でコメントしてエラー出るのって確か NG コメント含んでる系なんかあんのかな。多分ね、最近 YouTube 自体調子悪いっていう話も聞くので、必ずしもそうとは限らないかなとは思う。うん。ね。で、汚染水ゲットしたので、ちょっと汚染水ここに一回ぶん投げます。ここに、いつもの形で設置していくと。で、ここ今すごい変な形になってんだけど、後々でちゃんと説明するな。今は、風向にこうしておいて、二酸化炭素は外に出したくって、で、こっちに下げて、そうな、ここから酸素を打ち出したいから、これをこうして、こうしとくか。ね。で、こっちこう作るか。ね。私木を掘るとき機械使いません。採用してくださいって打ってたってことは多分大丈夫だったってことだよね。だからやっぱりなんか YouTube さんの調子が悪いだけなんじゃないかな。多分。で、ここちょっと、デイリー大丈夫か。これどんぐらい入った水 ?45 キロ。ちょうどいいね。ちょうどいいから、今のうちにお水をスティーブが持ってきてくれれば多分、よし。ね。で、20キロ。30キロ、30キロぐらいあればいいや。これで OK だ。で、ここ壊しちゃうね。で、この水に関しては、ここに移動で、一旦、この辺に移しといて、さあ、研究が終わっているから、次の研究にかかりたいんだけど、どれがいい？これ作りたいんだけど、一旦ワイヤーの方に回すか。一旦ワイヤーに回して、生成のパンチングマシーン、これをですね、作っていきます。とりあえずここでまた一旦ばっか言ってんな、今日。で、これは、よいしょ、電気はここからもらっちゃいます。今そんなに電気あれしてないので。で、スパコンをここに置いとく形にしといて、これそのままにしとくか。ね。ここに移動便利よね。ね、結構便利になったよね、あれな。本当に。あれがあるだけで、だいぶ、コロニーの展開がさ、やりやすくなったなってのはある。で、ここ壊してもらって、で、上の方行けるようになってんね。ここのところにヘドロが効かしておりますけどね、寒いところなので病原菌はありません。気にせず、そのままにしておこうかなと思います。ね。で、ここ3つ行けると、ここ3つだから、そっか、まだアビサライト掘れないのか。じゃあ、こっち掘って、アビサライト掘れないのか。まだアビサライト折れないのか。宇宙行きたかったな。ね
ってなると、もう一個次のことをやっといた方がいい気がするんだけど、ここ掘っちゃいきつつ、左側見ておこう。ね。で、いつもだったらね、ちゃんと、スーツを作れるようになって、スーツを作れるようになってから移動した方が良かったりするんですけども、このライム惑星に関しては寒いだけで病原菌とかがないから基本的にそんな気にしなくってよかったりしますね。よいしょ。だからそのままなんだろう、ちょっと待ったみんな、早速暖気が取れる早速暖気が取れるぞね。というわけで銅を20個だけ生成しておきましょうね。でしょ。で、それを作ってもらいつつ、次やりたいのがね、自動化ワイヤーなんだよ。自動化ワイヤーの方だから、これじゃなくてね、これかな。気圧センサー。気圧センサーが欲しいなと思うので、ここで使うんだ。なので、あと、そこにさ、物がいくつか転がっているから、それも作ってもらおうね。で、そこできたでしょ。よし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 。で、これ今なぜかね、上の方に二酸化炭素があって、下の方に酸素があるんだよ。不思議な感じになってんだよね。多分二酸化炭素ここら辺さ、金属エリアだから、銅鉱石がいっぱいあるエリアだったから、二酸化炭素が埋まってなんだよね。なんだけど、そこを先に掘っちゃったから、二酸化炭素が今多いね、という感じにはなっちゃっています。だからちょっとこの辺掘って、酸素を上に持っていきたいな。ここぐらいまで酸素あってくれりゃいいんだ。ね。で、片付けのみすべてにして、ここに入ってるものを一旦お片付けをしといてもらいつつ、ここもいらねえな。それも壊して、ここ塞いじゃおうかなって思います。でしょ？で、いいはずだ。そう。でしょ。で、そこの電気はあるでしょ。いよいよね。はい、違う。これで、お片付けして、この水持ってけねって言われた。そうか、水はお片付けじゃねえんだ。水。床に焼けさせる。移動をやめる。移動をやめるは違う気がするんだけど。持ってった。オッケー。多分研究のあれで持っていくんだよね。で、研究が終わったから、気圧センサー作りつつ、これ左に回しつつ、パンチングマシンをやってくれる子が今いなくなっちゃってるんだよな。リアムくん清掃に回っちゃってんだよね。まあ、それはそれでやってもらいたいことなんだけど、ちょっと優先度変えて、パンチングマシーンと発電メインに回します。ね。カツカさん、俺もいるぞ。どこにいる？まだいないよね、カツカさんね。多分ね。この子ちょっと見えると、すぐ動き出しちゃうから、今ちょっと放置しときます。ね。で、上の方はそこに行ってて、そうよね。金山ルガムがもらえると、後々が楽かな、ちょっと。だから金山ほっとこうかな。よしってやりつつ、今やりたいのはこれかな。電解装置を使った酸素生成装置を確立したいなと思っているので、こんな感じにして、一旦中、こいつもう今動く？そもそも。動きそうだな。一応もう動く状態にはなってんだな。オッケー。じゃあ、二酸化炭素。そこに二酸化炭素が溜まってんのがちょっと困るな。ね。で、酸素一旦動かしたらこれ、こっち切っちゃって、一旦この子動かすか。これで多分ね、水が来てない。水が、下から来てくれれば、一旦電解装置動きます。それによって酸素も生成されます。今足りないのはここ水素が足りないので初期水素を入れたいんだよね。その関係でちょっとここにねブロックあるんだけど、ここは上が繋がってるみたいな、よくわからない形になってたりするんだよね。これ多分ね、こっちやっといた方がいい気がすんな。そうしないと事故る気がする。というわけで、電解装置動き出しましたね。今、ここに水素があります。ただ、ここに水素があると、ここで永遠に溜まり続けちゃうので、一旦そうやってみてもらって、水素が上に動く状態。ちょっと待って。ここに 7.8 キロもあれしちゃった。この水は掃除できるかな？このまだ水素が下に行っちゃうよね。というわけで電気切ります。ちょっとした水素があればいいんだ。ね。で、発電機ってさ、まだ俺作ってないよね。大丈夫だね。いろんなものをちょっとそろそろ作り始めなきゃいけない時期になりつつあるんで。で、水が漏れてる。水漏れは特に今気にしなくって大丈夫だよね。そこだもんね。水は漏れて問題ないよって形にはなってるので、そのまま進めてもらって、誰かこのモップがけできるか？清掃さっき優先度下げちゃったから。足んねえな。やっぱもう一人欲しいな。ね。食料まだなんとかなってるから、もう一人人が欲しい。
ねここら辺こんな感じでちょっとほっといて。ね、ピーラーツール実装で手抜きハイドラできるのいいよな。ピーラーツールってなんだ？これかな？カットツールのことじゃないかな。ね、手抜きハイドラができるのはね、まあまあ、確かに。君、あとよ。こっち、中やって先。中先やってくれる？ね、お掃除は。もう時間終わっちゃった。お掃除は先にこの中やってほしかったのよ。水素が上に行かなきゃいけないからさ。ね。なんだけど、残念ながらこれから、トイレの時間のようでございます。トイレじゃね、ご飯の時間のようでございます。ね。食堂も作んなきゃね。うん。食堂ね、どこで作ろうかをちょっと悩んでんのよ。ここでよくね？なんかでも。ね、電解装置の真横でなんとかなりそうだよね。いや、ちょっと待って。電解装置の真横は、あったかくなるはずだから、ちょっと別の目的で使おう。食料をもう一個上にするか。この辺でご飯作ろうかな。というわけで、新しい製造が可能になりました。一体何がもらえるのか。あと一人欲しいっつったんだよな。何やらせようか。今ね、操作と、清掃関係の子を一人でやられちゃってんので、ちょっと大変になってんのよ。だから清掃関係ができると嬉しいんだけど、料理は別にまだいいかな。カンタロウさんもこんばんは。本日のオキシエンのトゥインクルで、新シリーズ、暖気禁止な極寒惑星ということで、ライム惑星でいろんな縛りをつけてプレイしております。縛りの内容はちょっと概要欄をね、ご確認いただきたいんですけども、そんな感じでね、今進めていて、今、なんだっけ、6人目を選ぼうかなとしているんですが、いい感じの子がいねえんだよな。まあ、ハロルドくん畜産つくからっていう手もあるし、メイちゃんで運動メインにするか、だったらリンゼーちゃんで料理作れる方に持ってった方がいい気がすんな。ね。で、ダンス上手で運動ついてるから、初期から移動速度がついているので、多分なんとかなるはず。というわけで、リンゼイちゃんにしまして、リンゼイちゃんには、清掃最優先で、配達とか、なんだっけ、生命維持とか、その辺をちょっと上げといてもらおうかなと思います。それやれば、この辺も、サクッとやってくれるんでしょ。で、ここ一旦ね、OK。ちょっと水素外に漏れましたけど、少し水素入りましたね。なので、もうちょっと動かすか。この状態で動かしてあげると、電解装置が下の水を吸って、どんどん、水素入ってくれるんですよ。ね。なので、ちょっとここまま水素がちょっと溜まるぐらいなのを待ちます。一番やりたいのはね、こっち側に水素を溜めたいのよ、俺。だから、本来だったら、こんな感じじゃなくて、ここに階段置いて、ちょっと左側にね、出口、機体の出口置かなきゃいけない気がする。このままだと多分左側にいろんなもん漏れていくからな。ね、ここに水素があってくれんと勝ちなんだ。ね。どんぐらいまあ、もうちょい上げたいかな。いや、でもこれ以上上げると、多分水素漏れちゃうので、この辺りで、一旦ここ塞ぐか。ね。よいしょ。こんな感じで。でしょ、うまくいくかな。ちょっとね、俺のこのやり方、あんま良くないやり方で、時間はかかっちゃうんだけども、ね、これキャンセルしてこっちをこう壊しておこう。はい。ちょっと時間かかっちゃうんだけどもね、出来上がればいい感じに動くので、これでやっていこうかなと。で、開放型です。やろうとしてるのは。あ、電解装置できてんな。電解装置じゃねえわ。換気の方ではまだできてないか。研究中だね、オッケー。はい、できてるよね、それね。スパコン、水が足んね。水持ってきて。スパコンの水、でも、スキルで、ちょっと待ってね。リンゼイちゃんが、料理人操作で料理人って言ってて、今、片付けもあってもらってんだけど、とりあえず料理つけとくか。ね。で、水が足んね。いや、水持ってきてくれれば、水取りに行けねえじゃん。今気づいた。ちょっと待って、水が取りに行けない。ね、坂井さんこんばんは。登れない。ね、登れなかったわ。全然気にしてなかった。ずーっと水なかったんだね、実はね。いやー、でも清潔感溢れてねえな。バブルちゃんがめっちゃ汚れてるわ。ね。で、これで今そこ水素入ったでしょ？でしょ？どうしようかな。一旦ここ削るか。この二酸化炭素がそこにあんのもちょっと怖えしな。で、ここを塞ぎたい。そこを塞いで、ここに溜まってる酸素を下に出したいので、ここ壊します。
そうするとここ通じちゃうから、酸素が下に出てくんだよね。二酸化炭素も入っちゃうかもしんないんだけど、俺の希望としては、ここに水素が来てくれればいいので、二酸化炭素も酸素も全部ここから出したいんですよ。な。それがうまくいくかどうか。ね。で、一旦開けて、今、酸素が下に落ちていってる感じのはずです。で、ここのところは、たどり着けない？いや、斜め建築できないの？いや、できないことないよね、これね。多分そこ開ければ、たどり着ける建築場所になるはず。どう？あ、なるね。そうだね。で、ちょっと追いやります。うん。追いやっちゃって、はい。で、水素来たね。ここまで水素来たね。だから、あとここも水素。ここ水素いらねえか。ね。これでこうしよう。ね。なんかおかしいと思ったら気圧センサー不在か。そう、まだね、気圧センサーないです。ね、このやり方のいいところってちょっと後でまた説明するんだけど、後々の工事ができるっていう最高のメリットがあるので、今ここにね酸素残っちゃってんから潰します。そうするとこのエリア全部水素のみになるんですよ。でここ壊しますね。これやっときます。なんで壊すかはまた後で説明しましょう。ここ壊すと、はい、壊しました。皆さん分かりますか？ここに水があるじゃんか。だけど中入れるのよ。中入れるのよね。かなたさんこんばんは。タイトルで想像してたより原始的な生活してなかった。全然ハイテクですよ、宴さんのあれだからというわけで、中入れるようになったのはいいんだけど、ここ開けっぱにしとくとちょっと大変なことになっちゃうから、一応ね気流タイルで塞いだりはします。なのであとはここを片付けしといてもらって、でこっちは埋めちゃっていいね。うんでしょ。で、はい、ポコン。で、そうするとそこもう水素だけだよね。で、こっちがちょっと酸素、水素がいろいろ入っちゃってんだけど、この状態でですね、中ちょっとお片付けが終わったら、ここを塞ぐと、水がここになくなるので、なくなるはずなので、OK。水がなくなるはずなので、これで永遠に、電解装置が空気を出し続けるという形になっていきますという感じですね。無限圧縮になります、水素部分が。で、できたかな。そうするとここに二酸化炭素あんとちょっと怖いんだけどダメではないので繋いじゃいましょうね。さあこれで皆さんマイクロハイドラ完成いたしました。サイクル数 11。OK ね。ちょっとこれ二酸化炭素怖いんだけどな。多分このままこいつ動き出すとそのうちなんだっけ固まってくれるなんだっけ酸素がどんどん追い出してってくれるはずなのでなんとかなるはずですね。さあ研究が終わりました。研究が終わったから次行くんだけど、断熱タイルでいいかな。断熱タイルもらっとくのと、今ここでね殺菌してたんですけど、宴の頃には殺菌不要の作り方をしてるので殺菌止めます。はい、というわけでやりたかったことマイクロハイドラこれにて無事完成という形になりましたね。また後で一旦ここ壊してね、ここ作んなくてよかった。あ、こことここ壊しちゃいいか。でも中で後で作るからいいやね。というわけで、フクロウさん、明日旅行で朝早いので、あ、いいね、旅行ね。これにておやすみなさいませ。おやすみなさい。来ていただいてありがとうございます。ね、で、なんだっけ、換気の方じゃなくて、自動化か。自動化に気圧センサー完成しております。ね、完成しているので、気圧センサーをここに置いて、ここにつなげましょう。ね、というわけで、こいつを壊します。またすぐ壊すじゃん。じゃあ、ここも壊しとこう。そこ壊して、そこ壊すじゃん。で、この足元に気圧センサーを置いとくことで、酸素が一定量以上だったらこいつ止めちゃうっていうことがこの時点でできるんですよ、もう。ね。なので、今建築ここでしか指示出してないから、どんどんできるはずだから、これは片付けしといてもらって、それ作ってもろて、今、ワイヤー作ったけど、この子が気圧センサーがないからレッド信号を通っちゃって止まっちゃってますね。はい。で、それを作ってもらって、だいたい今は1500未満だったらこの子動いてねという形にしときましょう。これでハイドラさん過剰な酸素生成をしないハイドラさんっていうのが完成します。やっとこれで水がなんとかなった。ただこの水で足りなくなる可能性があるので、ここからはねちょっと予断を許さない感じになりますね。だからこの子を本当は起動させたいが、今宴の頃にここのとこまだ緑色になってて、そこまでね温度的な問題が起きていないから、今はまだこっちのこの子、呼び出さないようにしようかなと思っております。ちなみにここってさ、ここ4マスじゃん。でこ
こ4マスじゃん。1、2、3、4だ。ここじゃん。1、2、3、4だ。ここじゃん。あ、天井ちょうどよかったね。うん。オッケー。やったぜ。もうこれクリアじゃないここまで来たらもうクリアじゃない？あまりくんが建築ができるようになったんだけど、まあ、建築つけとくか、上位建築。ね。やりたいのはね、あまりくんの建築じゃなくって、採掘の方なんだよね。ちなみに今6人いるんだけど、8000カロリーしかないから、そろそろご飯が必要になってきそうです。ね。これ今ね、こいつ出した後の酸素って下じゃなくて上行っちゃうんだよね。本当はこの状態だと。だから、センサー、ここね、あ、そうか、気圧センサーでいいから、これでいいのか。これでいいんだわ。ね、ちょっとこれ作っときゃいいや。で、この先だな、やんなきゃいけない。今、断熱タイルが欲しいって言ってんから、断熱タイル作ってもらってるんだけど、この先ちょっともう一個、もう早速ですね、それいいのって言われそうだけど、俺の中のルールでは OK ってしてるものをやっていきたいと思います。とりあえずは、研究しなきゃいけないから、研究するんだけど、何をやるかっていうとですね、まずこれかな。スマートバッテリー。これがまず必要になるから、スマートバッテリー作っときましょう。ね。缶もうこのシリーズ終わってしまった。一応時空の裂け目まで行くからな。来週からシーズン13か行くかもしれないね。えでここまでは来てるから、あと間欠泉を呼ぶで、ここの水さ出たところで、いや今もう出しちゃっていいかね。なのでどこだ、ここまでがそれで、ここに階段があっていいのかな。ここで11、ここから18だからそうだね。で、ここからまたビャーっと18マス、19マスになっちゃった。やっといて、ここから階段下ろしとこう。何やろうとしてるかっていうと、この子たちシンブルリードちょっと育てとこうかなと思って、こっちほっとくね。よし。よし。でしょー。これでもう酸素の心配ねえから、これ止めるか、一旦。ね。酸素散布装置。あと、この子たちもね、もう、いらないよね。だから一旦設備無効化で対応しとこう。うん。酸素に関しては、電解装置がどんどん出してくれてるので、もう問題ないです。はい。で、これが1000以上だったらグリーンにしといて、で、中もう終わりだからここ塞いどいていいかな。うん。でしょ？トイレ。ああ、そうか。そろそろ新しいトイレ作ってあげてもいいな。ね。よし。あと、とりあえず今、採掘頑張ってもらうのと、カロリーがねえな。カロリーがないから、ちょっとご飯探しの旅に出るか。ね。このゲームだと、基本的にご飯というのはね、そこら辺にこういう、なんだっけ、瓦礫状態になって、穴が開いてる状態違うな。ひびが入ってる状態。ひびが入ってる状態のところに、ご飯とかが隠れてる可能性があるんですよ。なのでですね、早めにここら辺ほっといてあげると、食糧難になりにくくなるっていう形にはなるので、さあ、誰か新しい子が来ましたよ。さあ、今日、ここから今来たのは一体誰なのか。ただ、6人いて、多分もう人手は足りているから、次はご飯か、動物かが欲しいかな。オキシライトでございました。オキシライトでも全然 OK だわ。ね。というわけで、オキシライトあれして、さあ、その辺でご飯出てくるかい？いいご飯が出てくれると嬉しい。あ、出たね。オッケー。ちゃんとそこに、赤いちょろっと見えてるね。大丈夫そう。ね。埋没してるのがあるんだよな。埋没してるのをどんどんね、ひんむいてあげてね。なんだろう、食料として確保していく必要があるんですわ。その方が。それをやっとくと、何がいいかっていうと、ご飯をね、作らなくていいんですよ、しばらく。ご飯作るのってなんだかんだで人手がかかるので、あんまりやりたくなくってさ。ね。そう、だから、できるだけご飯作らなくて済む仕組みがあるんだったらね、そっちの方をまず使っとこうね、というのが、ここの、今の、この、埋没してるアイテムの採掘してる一番の理由です。ね。どう？あ、動き出したね。動くと多分この子あれしてくれるから、ただ水が強いな。温度がね、こいつ110度の蒸気を出すんだけど、とはいえ、なんだろう、周りがもうマイナス12度とかだから、そこまで気にならないんだよね。ほっといてもすぐに冷えちゃうからね。そう。で、逆に暖気を取るためにそれを使いたいなというところはあったりします。ここの水も10度、
10度。でもまだね、そこまで死活問題じゃないからな。オキシジェンノットインクルーデッドってさ、まあ、これに限らずシミュレーションゲーム大体そんな気はするんだけども、トラブルとか目的、次これやんないと困っちゃうよねみたいなところが出るまでどうしよっかってなるんだよね。今宇宙行こっかみたいな話はしてるからまあいいんだけど、こここう開けて、ちょっとこの上の方、ここに雪があるんだよね。もうね、上の方ちょっと掘っといてみようか。こっち側にまだねアビサライトが掘れないからさ、宇宙まで行けなくってさ、なのでちょっと見える範囲をね広げときます。スティールは全然取れてないね。結構みんなあれなんだよね、寒いから。皆さん温度こんな感じですよ。この辺とかマイナス41度。この辺はこの辺 9.3 度。まだあれだな、0度 C 以下の個体100キロ単位であるから、相当熱吸ってくれるはずだよね。そうだからこの子は全然温まってくんないんだよね。あ、でもこの植物の体温あれだ、むしろ上に上がってるわ。こっちは12度。この間がちょうどいいのかね。シンプルリード1個だけでも欲しいんだよな、多分この先のこと考えると。シンプルリードさんは22度から37度じゃんか。温度的なこと考えるとこの辺でも低いのね。22度ないのよ今このマップの中でどこにも。というわけで、研究が終わりましたので、研究次やっていきましょう。これができたね。なのでこっち作ります。何を作る目的にしてるかというと、この水素発電機をね用意しようかなと思っています。このゲーム発電機をいくつか縛っております。二酸化炭素が出る発電機は禁止という形でね、設定をしているんですけれども、あくまで禁止なのは二酸化炭素なので、出るやつなので、水素発電機みたいに二酸化炭素が出ないやつは OK としています。そうしないと、なんだっけ、おいおい、本当に電気のためだけに、電気を動かすためにデュプにこいつを回さなきゃいけないんだけど、全員これ回さないとコロニーが運営できないみたいなね、形になっちゃうから、一応そういう形でね、やらせていただいております。というわけでね、ここにまずスマートバッテリー置いといて、スマートバッテリーからピョーンと何個だろう、2個3個4個、こいつがもういらないな、やっとくのと、電線が必要だから電線もやっとこうねと作っておきましょう。ここ後々いつものあれ作っていきます。ただまだ研究が終わってないはずなので、いつものあれは作れません。皆さんね、すげえ久々のあれです。あれ作っていきます。そのうちちゃんと作っていく感じだな。なので発電機作ってもらうじゃんか。で断熱タイルもできたね。断熱タイルができたから、そろそろ断熱策をやっていこうかなと思います。どうやろうかな。ここは断熱喉がちょっと飲み物をね。そう、あれね、阪神のあれよ。阪神のあれさ、話聞いた時すげえ笑ったんだけどさ、あれって阪神のあれってなんだっけ、そのキーワード言っちゃうとマジック消えるとかそういうことばっかりやってたから、もう言わないようにしようっていうのがあれだよね。あれだよね、確かね。でここのところはちょっとね、中の水素が漏れないように壁作りたいので、こっち側に一旦別のブロック置いちゃいます。で中から断熱タイルにしていくというのをやりたい。これ上もそうだな。だから一回こいつ壊そう。ここにあんの邪魔だわ、そうすると。で断熱タイルが多分ここまであればいいと思うんだ、コロニーサイズ的にもね。でここが水だろ。なので今ここにそれ置いちゃってんけど、こっから断熱タイル、これ何やってるかっていうとさ、この頃に寒冷バイオームなわけじゃないですか。だからどんどん熱がね、ここの中央にある熱が外に持ってかれちゃうんですよ。そうするとコロニー中央まで、熱がなくなってきちゃうので、早めにですね断熱タイルを使って熱が外に漏れないようにするということを今計画しております。ね。で逆にこいつはあれだよな、熱が出すぎるから困るよな。今どう？もうちょい上がれって感じか。オッケーオッケー。どうしようかな。ここはこれちょっと開けといて、どれくらいのサイズにする？コロニーコロニーサイズどれくらいにしよっか。多分ここで一旦こう塞いじゃっていいとは思うんだけどね。こんな感じ。エタノールがあれば勝ち。そうな、エタノールまで出てきてくれればな、本当にいい感じにはなるかもしんないけど。
ねえ、どうしようかな。ちょっと待ってね。ここの水を内側に入れたいのね。って考えると、一旦ここさ、掘って、こっち埋めた方がいいよね。うん。だからこうしとこうか。というわけで、また建築勢の子たちが頑張らなきゃいけなくなってきております。こいつは、まあ、今のままでいっか。ちょっとやばそうになったら封印するな、これ。封印、まあいいや。先に封印できる状況だけでも作っとこうかなと思ったけど、とりあえずこれでいいや。にしといてさ、研究が終わりました。なので、こっちにしようかな。あと何がいる？トイレ作るか。今14サイクルだろ水洗トイレまでいけるかなね。水洗トイレにすることで、水が、なんだっけ、無駄になりにくくなるという状況はあるから、水洗トイレを作れるようにしておこう。で、そこパンチングマシンのところもちょっとこんな感じにして、そうな、こうしとかなきゃダメかな、今はな。ね。で、あんまりこの中の方、手加えるの良くない気がするね。まあいいや、一旦これで。で、ここの水もういらないから削っちゃって落としちゃっていいよね、これね。ここ壊して、やっとこう。そうするとここも埋めちゃっていいね。うん。ちょっと建築勢の子たちにはね、たくさんいろんな建築をお願いしてしまっているので、今、大変な形にはなってるんですが、しばらくはこのまま頑張って建築の数だけ増やしてって、もらおうかなと思います。ね、封印するとき、かっこいい決め台詞お願いします。それは無茶ぶりだな。何がいいかなちょっと考えとくわ。何がいい？何がいい？あれでいいや。いや、でも、あれ、まあいいや。っていうか、別に封印しねえんだけどな、これな。うん、このまま放置しちゃうんだけどな。みんな、いいの来たよ。ここにニュートロニウムがあります。なので、ここまでくんと、間欠泉が、手に入ります。今回ね、設定の方で間欠泉の数を減らすというものをやっています。なので、いつもみたいな量の間欠泉は出てくれないんですよね。そういう問題はちょっと残っちゃってはいるんだけれども、その中で出てくる数少ない間欠泉をどんどんとひんむいていって使えるようにしていくというふうにね、考えています。なので、こっちで、みんなに言うんじゃなくて、間欠泉にごめんね、後でよろしくね、みたいな決め台詞どう？なんか切なくなるやつな。そっちで考えとこうか。間欠泉さんはな、後々めちゃくちゃ、なんだっけ、あれしなきゃいけないからな。お手伝いしてもらわなきゃいけないからな。ね。さあ、すでにご飯がありません。ね、気づくとご飯がなくなってくっていう。そろそろでもご飯作るか。ね。ここでちょっと暖気取ろうみたいな話をさっきしてたけども、仕方がないので、そうか、まだあれ研究してない俺。研究してないのね。オッケー、まあいいや。じゃあ泥団子だけでも作って食べようぜ。よし。というわけで研究が終わった？今何やってんだっけ？それか、フィルターとそれだから、オッケー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 。それは問題ないね。うん。でしょ？トイレ作るって言ったけど、トイレ後だな。俺先にご飯作るべきだな、俺な。トイレ行くよりもご飯がなくなった方がやばいもんね。というわけで、ちょっと、先に、あっちやってきます。この子のね、ハンチのね、そこら辺放置しとくのは今ちょっともったいねえから、実は、早めに削りたさもあるんだけどね。うん。で、1、2、3、4。ここが床になるはずなのか、実際だと。まあいいや、ちょっと一旦それは置いとこう。ね。で、どうしようかな。こっちからやってほしいかな。ね。食わなきゃ出すものもない。そう、食わなきゃ出すものもないからね、ちょっと作れるようにしとくわ。で、料理はリンゼイちゃんができるはずなので、リンゼイちゃんの優先度を料理に変えておいて、他のを一旦下げましょうか。ね、リアムくんが建築担当ではなく操作担当なの。清掃があるんだったら清掃してもらって、メイン操作でやってもらってありゃいいよな。で、建築担当が今2人いるとか感じになっちゃってて、バブルスちゃんが採掘が、やったぞみんな。ついにバブルスちゃんが最高になりました。これでいけるところに行ける。というわけでなんか作れるようになりました。一体何がもらえるのか。キノコもらっとこうかな。ね。キノコもらっとこうかな言ったけど、別に、あれなんだよな。ここら辺好きなだけ入れるから、いっぱい手に入るんだよな。ね。というわけで、あれができたので、あれがあれであれできたので、よいしょ。
アビサライト削れるようになったのでね、このまままっすぐ上の方にちょっと掘ってみようかなと思います。果たして上の方には一体何があるのか。ね、この氷が溶けんと帰れなくなるから、それだけ気をつけてな。こっちからも道作っとく。まあいいや。まあいいや、絶対事故んな。こうしとこうか。ね、やっときましょう。これあれだね、温度でもしかしたら溶けて水になってくれるかもしんないね。そうなってくれると嬉しいな。一応この惑星は寒冷惑星、極寒惑星ということで、氷が大量に手に入りやすい、マップにはなっております。まだ氷、掘ってあるよね。汚染氷になっちゃってんのか。これさ、ちょっと待った。汚染氷そのまま溶けたら、こっち入ってきちゃうね。一旦どっかに汚染氷を、ここの汚染氷が落ちてきても大丈夫なようにしとかないといけないわ。だからこっち先掘っとこう。ね、ちょっと、上り下りしなきゃいけなくなるけど。というわけで研究課題が未選択ですとなりましたので、次の研究をしていきましょう。次の研究としてはですね、何が欲しい？熱交換プレートもらっとこうか。だね。とりあえず熱交換プレートもらっとこう。パンチングマシンで、アルミ、銅を、いや、今操作は電気の方に回しときたいから、一旦放置でいいか。ね。で、ここのところこれやっといて、ここの熱を右上には出さないで、左下の方にだけ持っていく形にしていきます。ね、暖気禁止とは言ってますけどもね、もうすでに作って、別の目的で作ったものの熱を使うっていうのは問題なしとしているので、この子の暖気ちゃんと活用していこうかなと思いますね。多分電解装置、相当な熱が70度くらいまで上がるのかな、熱がな。上がっていくはずで、その熱をね、右上に、ポロニー外に座れないように断熱タイルにして、残しておいてと。いうのがここにやってる作戦です。はい。で、マッシュバーが作れるようになりました。ちょっとマッシュバーをバブルスじゃなくて、誰だっけ？リンジェイちゃんだ。リンジェイちゃんにね、ちょっとご飯作りしといてもらいましょう。ね、こんな感じで。で、せっかくそれやるんだったらさ、ちゃんとそこにさ、うのこ欲しいよね。うのこ。こうだな。こうしてから、ここに収納庫をこう。なんでここに今1マスあげたか、わかる方いらっしゃいますかね。わかる方いらっしゃいますか？よく宴さんがやるやつな。手押しポンプをここに置こうかなと思って。で、排水口をここに置いて、自動化の、水圧センサーがまだか。水圧センサーこっちか。まあ、熱交換プレートできたらでいいや。水圧センサー用意して、水がちょっとでもあるんだったら止めるけど、足んなくなったらここに水を溜めるって状態作ってあげると、この微生物粉砕機が、に水を持ってくる距離がすげえ縮むんですよ。だからディプたちもここで活動がね、料理ができ続けられるという形になってくれるので、ここのところでちょっとその貯水池をねちょっと作っとこうかなと思っております。これは先に上を削っちゃった方がいいかなね。そうすると屋根そのまま作れるもんね。でここの水もちょっと処理したいんだよなね。そこ階段ができたから一旦もうこれ削っちゃうか。全部削っといてもそっち行けるもんね。このね水をここでぶった切りたいから一旦ね。だから左上の水を全部右に。ちょっと食料なさすぎない？ちょっと待って、食料がさこれは飢え死ぬ可能性が突如出てきたぞね。まあ、水は今そこから持ってきてんからいいよね。飢え死ぬ可能性が出てきちゃったから、ちょっとご飯緊急で、ハッチくんご飯にさせてもらって、でこことか埋まってっかな。こっから左行く必要はなく西もあらずか。こうかな。これだったらいいかな。でちょっとご飯を探していきます。ここは多分取れるようになったからご飯取っといて、ここ掘るよね。ここがあれだよね。リアムくんが、いいね、いいね。ね、研究担当だけ職場の横に食卓とベッドを増やす。そういうのね、やった方がいいんだけど、うたくさんやんないんだよね、いつもね、それね。別に何かやりたくないわけじゃなくて、単純にそれ制御するの大変だから嫌だっていうのがあって、そう全然やってないんだよね。というわけでこっちの方もね、ちょっと水をやっていきます。これ水追いやる言うたけど、この量追いやると溢れるね、こっちにね、多分。だからこうしたい。
な、一旦。ね、壁にするよりかは、自動エアロックにしとくか。こっちに。ね。で、水が上に漏れにくくしといて、今こっちから降りれるからね。さあ、ご飯が足りない。ご飯が足りない。ぴょんぴょん、流星群大丈夫です。ご飯が足りない。ここら辺も掘って平気だな。ここら辺も掘っといて、ちょっとご飯回収に、時間使いますね。この辺もご飯取れるな。いや、ご飯かどうかわかんないけどね、この段階ではね。ここ削ると、これが溶けた時大変なことになりそう。で、ここにはもうご飯があるの、見えてるのがあるから、それ拾っちゃって、ここも下降りるか。ね、これちょっと施錠してさ、ここ降りちゃって、これとこれのご飯もらっちゃおう。で、ここもご飯になってんので、こう削っておけばいけるかな。ね、もう一個削って、下も削れるようにしとくか。はい、これで OK。汚染酸素が出始めたね、だいぶね。多分ここのテラリウムに使ってた汚染酸素ですね。この子がちょっとやばいなって感じが出てきてるから、汚染水を捨てる場所を設定したいです。うん、ここでよくない？でもここ水があるんだよな。ね、氷、汚染氷、ここがいいな。ここが今、汚染氷だけになってるので、ここに垂らしといてあげると、なんだろう。まあ、なる。もう、なんだ、今日やたらと言葉が出ねえな。ね、ここに汚染水垂らしておいてあげれば、水と混ざることはないかなと。ね、いう風にしておきましょう。さあ、上の方はどんどん掘ってますね。こいつ溶けたら水になっちゃうけど、まあ、それはそれで、よしとしましょう。ね。で、こっちに回さないと多分この砂の問題が起きるから、これで斜めで砂だけ削るか、一旦。ね。でしょ？これなんかすごい特殊な形してない？ここ。パキッと。90度にアビサライトがある。ねえ。で、ちなみに今日さっき見つけたこれまだ、黒曜石はまだ掘れないのか。そっかそっか。ヒル的にレイラちゃんが建築担当だからちょっと上位建築にしてもらうね。うん。やっといて。あと、そこやって、そっちはもう水大丈夫だから一旦こっちも水封じしちゃって、うん。ここが今貯水タンクにします。多分ね、これね、こっちこう掘って、この下を貯水タンクにしてあげんと、ここ階段にできる気がするんだよな。っていうのはちょっとあったりするけど、一旦今は、何のために俺ここ引っ張ったんだっけ？断熱タイルだ。だから、ここやっぱあれだね、普通に下ろさなきゃいけないね。そっか、じゃあ、どうしようかな。でもここ貯水タンクでいい気がするから、まあいいや。このまま続けよう。どっちかっていうと、こうしてこうしといた方がいい気がするな。ね。よし。で、あとは研究が終わっております。そろそろ研究やることなくなってくるんじゃない？ 1 個これか。で、これが欲しい、今。先に。水のあれを、水圧を検出するやつが欲しいので、ちょっとそっち設定して、食料はちょっと増えたね。OK。食料ちょっと増えてくれたから、ここ開けてそこのと見るのと、今、泥団子ちゃんと作ってくれてんからね。こいつの位置を変えたい。どこに変えよう。違うな。多分、食堂の位置自体、食堂じゃないわ。この、キッチンの位置を変えた方が、物としては良くって、だから、ここにキッチン移そう。こっちに。うん。ただ、そのためには、下から掘るかな。これね、上を先にやってもらった方が嬉しくって、だから上設定して、ここから、そこ作れねえから、この辺にこれ置いとくか。ね。で、やっときましょう。ね。だんだんやっぱり、寒さが進出してきてるね。こっちはあったかいね。いい感じ、いい感じ。ね。この子どんどん育って、この子暑すぎるんじゃない ?68 度。こっちが育ち始めたか。オッケーオッケー。ね。暑くなる分にはな、後々どんどん冷やせるからな。ちなみに今、この子をね、分析することもできるんだけど、この子から出てる温度が110度ということで、なんだかんだで暑いんですよ。99度とか言ってるもんな。機体が100度超えてたりするから。だから研究担当の子にそこ調べさせちゃうと、大変なことになっちゃうので、やけどしちゃうのでね、休眠入るまでは研究しないでおこうかなと思っております。ね。で、あとは、何ができてない？食料は足りてる？足りてるね。
今のうちになんとかなってんから先に屋根作って、今ね、ここね、断熱タイル花崗岩で作ってんだよ。資源の量の問題で。花崗岩で作っちゃってて、本当は花崗岩より火成岩使いたいんだけど、まだ火成岩がね、手に入りきれてないのでね、このままにしております。ね、塩水も見えた。そう、塩水見えてるんだけど、まだこう、塩水間欠泉までは見えてないんだよな、多分。ね。ね、研究担当だけ専用個室で外に出さない。研究担当をそれにする必要はないかなと思う。ね、というわけで、どうしようかな。ハッチくんよりハッチくん、引力機械。いや、ハッチくんかな。ここにハッチくん置きたくないなと思って。なので、ちょっとご飯にさせてもらいます。ごめんな。君はご飯だ。でしょ？優先度。まあ大丈夫だな。よし。やっといて、早々にご飯にしときます。まだ作るあれがないから残念なことにそのままなんだけど。ね。で、ほら、トイレも置かないと閉じ込めたら、だから研究担当を個室にする必要がないんだって。ね。よいしょ。で、こっちにこれ電気グリルもできてるから電気グリルも置いといて、電気さ、こっち止まっちゃうのが辛いから、やっぱ別に用意した方がいいよな。ここに、こうやって置いておきましょう。ね。よいしょ。こんな感じで電気を作っときゃいいだろう。はい。これでいいね。でしょ？で、これと同じ仕組みが結局は欲しいので、こっちに置いて、4つ目のここだよな。で、これ置いて、排水口と、これがいらないのかも。作ったはいいけどいらないのか。っていうので、ちょっとこっちに移設しておきましょう。ね。でしょ？あと、これをこっちやっといて、こっちが壁を塞いどいて、一番上が多分作れないから、ここ一回壊しちゃおうか。作るんじゃなくて壊すんだっていう。いや、壊すんだったら作った方がいいな。階段をここに置いとけば多分作れるから、これで作っとこうね。でしょ？あとはとりあえず、お時間としては今、まだ1時間半ぐらい、1時間半経ってないぐらいなんだよね。で、宇宙まではまだ見えてはいないか。ね。ただ、ハイドラさんが1個できてて、それは使える状態にはなってるよってなってるね。で、ここを優先で作ってくれると嬉しいか、今度はね。こんな感じ。で、研究課題が未選択です。そろそろね、多分脱臭機が必要かな。トイレをちょっと、今日できるかどうかわかんねえや。20サイクルまでにやろうかなと思ったけど、別のことやっちゃってるから、20サイクルまでは難しいかもしれない。ね。30までにはいけんじゃねえか30サイクルぐらいまでには水洗トイレにはなるんじゃねえかって。ね。で、ここにこれ作ってもらってあるから、汚染水で、急がなくていいかな。捨てるくらいだったら。で、やっときましょう。ちょっと採掘担当の子に仕事をお願いしてる量が今ちょっと多いから、いろいろ大変にはなっちゃってんかなとは思いますけども、建築担当の子にもね、なんだかんだお仕事お願いしちゃってるからね、今は。ここまでは多分作れるかな。ここでこれが作れるか。ここまでいけるか。ね。なんとかしてここにバーッと立ち上げたいんだけど、そのためにはね、多分一旦ここを掘りたいんだよな。ね。だから、こうして、階段としてはここを階段にしたい。違う、ここだな。ここを階段にしたい。こいつのスパコンの位置自体もちょっとずらすことにはなるんだけど、それはおいおいやるとして、ここがこうか。できればいいか。ここら辺にちょっと電気系、研究系移動してあげれば、そこはそれでいいよね。だから、これさ、いや、でもいいか。2つに分けとくか。事故の時も考えて。ね。これさ、俺失敗したな。失敗したな。ちょっと待って。これやんなくっていいや。何を失敗したかっていうと、ここ18じゃん。今。18ブロックじゃん。で、こっちに8ブロックかな ?9 ブロック、8ブロックだ。8ブロックにして、それからまた18ブロックってやり方をしようかなと思ってたんだけど、ここ18にしちゃったね。どうしよっかないや、でもそれだったらちょっと広げるか。ねえ。ここに階段置きたいです。ここに階段が来てほしいです。そうか。そうすると料理がそこで作れない。じゃあいいや。ここで18にしちゃおう。っていうことにしよう。
なので、ここら辺にちょっとこうしておいて、床面がこうなっていればいいかな。そうだね。ここで18になればいいもんね。そうだね。ってなるんですよ。ってことは、そこはある程度自由に使っていい感じになるので、こんな感じにして、ここを貯水槽にしようか。ね。今のうちに広げるのがベターかな。そうね。やるんだったら今のうちにやっちゃった方がいい気もするよね。うん。でも、いいや。とりあえずこれが中央線。これ中央線。これの左右に広がってるっていうイメージにしとこう。ね。というわけで、設定をコピーでこっちに移して、設定をコピーで、これじゃなくて、タンクがねえや、タンク倉庫がねえや、倉庫作っといてもらって、で、こいつ壊しちゃおう。で、これも壊しちゃって、で、電線とかもできてるから大丈夫だね。あと、この子がいらないね。で、自動化ワイヤーが、ここにこれが必要になってて、今、研究が終わった後とかしたから、水圧センサーも設置しといて、ここの中には土が入るようにしておきます。はい。ね。で、ここでマッシュフライ作って優先度7。こっち優先度6。で、やった状態で食料のマッシュフライじゃない、マッシュバーを食べれないようにします。ね。そうすると、この泥団子を直で食うのだけはしなくなるはずなのでね。うん。やっときましょう。で、さらにですね、天井灯があるんですよ。せっかくだから天井灯もつけとこうぜ。な。そして、はい、オッケー。これで作ってくれれば、これで多分ご飯なんとかなるんじゃねえかなって気がしてる。ご飯問題はね。で、ちょっと汚染酸素が増え始めてるのが気になるので、そこの対策だけ取ろうかな。今それだ、研究してもらってんだ。そうだよね。今、脱臭機研究してもらっちゃってるから、脱臭機が終わるまでは少々待ちましょう。で、ここ、足場ちょっと先削っちゃったので、研究ができなくなってるので、一旦先にここのブロックだけ先作ってもらいつつ、そこは埋める予定なので、一旦足場をこんな感じで作れるようにしとくか。で、こっちはここで埋めちゃって、水を追いやっていく、左に追いやっていくという形にしておきます。うん。ね。育ってる？いい感じに育ってんね。あ、1個シンブルリードできそう。オッケーオッケー。2個必要なんだよな、スーツ1個作るのに。で、ここまで作ってくれたね。上まで行ったね。よし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 。だから、これさ、こっちでいっか。こうして、ここ雪なんだよな。雪雪怖えんだよな。だからこう掘るか。ね。で、こっちにちょっと、舵切って、上の方に行って、雪がつかないように、こんな感じにしておきましょう。ね。ガンママッシュってどうやって作るんだろうね。ガンママッシュって何？ガンママッシュって何？マッシュバーの新種があるの？ガンマ線を浴びさせる感じかな。で、これさ、酸素を今ここで作ってんのよ。なんだけど、このままだと酸素こっから上に漏れていっちゃうじゃんすか。なので、ここのところにね、封印をしようかなって思います。うん。で、それを置いとくでしょ。あとはとりあえず今、困ってるもんねえよな。実績は達成してんな。ちょっと実績見とくか。屋外の階層。生じゃない。ベッドとトイレ。赤い信号と緑の信号ができた。ね。ゲーム内のデータベースを見ると鎮座してる。そんなのがあんの？なんだっけ。ガンマ。ある。何これ。放射線照射された土と水でできた心をかきまき出すほど美味しい混合。本当に美味しいのこれ。ねえ。これどうやって作るんだ？データ載ってないもんな。ねえ。あれかな？マッシュバーを、なんだっけ、DLC 版で、あれした時に出てくるやつのところで、ボニョってやれば、ボニョってなんのかな？で、ここのとこちょっと寝室のバフがつかなくなっちゃってんけど、ちょっとここにね、このブロックに変えたかったから、ちょっと変えちゃったんだよね。うん。やるじゃないですか。で、発電機の方で、これそろそろできてたはずなんだけど、あるね、水素発電機ね。OK、水素発電機があるから、水素発電機と、スマートバッテリーと、これ繋いどいて、で、まだ繋がないけど、こんな感じにしといて、これでいいはずだよな。うん。で、ここが全部繋がればいけるはずです。うん。
ちなみにこの水素発電機、目的としては、なんだっけ、このハイドラさんを動かすためだけに使います。なので、こっちの他の電気がなくなっても、こっちは基本流用しないという形にします。基本流用しないって言い方すると語弊があるな。結果的にはする予定なんだけど、しばらくはこいつはずっとこいつを動かせ続けられるためだけに設置しとくというのを目的の一つとして置いとくやつですね。で、よいしょ。次は浄水器作っていきます。で、こいつが、500キロ未満だったらにしといて、この水をこう作ってあげんとここに水来るよね。よし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 。OK。あと何やらなきゃいけない？これ怖えな、ここ水が溶けてくんの。ね。水溶けてくんの怖いから、ここだけ塞いじゃうね。ここ塞いじゃうね。でしょ？で、ここ食料ありそう。ここも食料ありそう。ここにも食料がありそう。ほっといて。よし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 。でしょ？で、そこ壊してくれてるから、回転させて、これ作っておいて、いいよね。さあ、なんか作れるようになりました。一体何がもらえるのか、ペン。農塩水もらっとこうか。ね、農塩水だったらなんかできそう。よし。さあ、ちょっとね、建築指示、いろんなところに今出しちゃってる関係で、リプたちもどれからやればいいの状態になっちゃってるので、少し時間がかかっておりますが、まあ時間が経ってるだけだ。あ、できたね、1個ね。時間が経ってるだけだから多分そのうちなんとかなるでしょうということで、今は、出来上がるのをただただ待つばかりという形で進めています。これのねここが今床なんだろ ?1、1、2、3、4。ってことは、ここが断熱タイル床になんなきゃいけないから、そうすると困るんだよな。何も困んないんだけど困るんだよな。ってことは、逆に、1、2、3、4だから、ここが床になっ、あ、火星岩でいっか。火星岩じゃねえや。いや、火星岩でいいか。ここが床になっててくれた方が嬉しいのか。どっちかっていうと。だよね。から、1、2、3、4、床、1、2、3、4。そうだね。だから、ここまで、降りてって、これを作ってねってやってあげれば、なんとかなるよな。だよね。よし、じゃあここもこれしちゃって、それができたでしょ？で、階段はできてるから、これもこっちでいいよね。今、ここのところに、水タンクを作りたいってやってるから。で、あとは、こんなところ。だ下の断熱タイルはここまで来る感じになりますね。まあ、いっか、これ伸ばしとくか。よし。よし。さあ、あとは結構序盤の割にはさ、発展してるよね。電解装置もあるし、水素発電機もあるし、これいつもの設定しとくな。90の、また、あれ全角になってる。90の、30にしといて、ちょっとごめん、飲み物飲むね。喉が痛くなってきた。ちょっと飲み物飲みます。大丈夫かなね。で、ここ壊してこうしてこうしておくか。こうすればここのリレーできるもんね。で、ここの、埋没アイテムが見れるから、ちょっと見といて。採掘担当とね、建築担当は、いいところにあるじゃないのよ。ね、採掘担当と建築担当は別の子ってなってるからね。気にせず指示がどんどん出せると。水は大丈夫、大事よ。こまめにとってね、ありがとうございます。一応もう手元にね、甘酒ちゃんと用意してあるのでね、それを飲みながら、粛々と、ユプたちにお仕事を依頼していくと。この雪怖えんだよな。雪がマジ怖え。こっちこうしてこうするか。ね、こうすりゃ事故らねえよな。でしょ？で、今日の目標もう一個な。多分この調子だったら、宇宙行けるので、宇宙行っちゃおうぜ。行くだけ。よいしょ。ね。で、こっち掘ってね、この間欠泉もまだ多分見れないと思うんだ。スキルそろそろさ、まだ大丈夫ね。リンジェちゃんと、アマリくんは建築担当なんだけど、建築プラス2にするよりも、採掘1をつけた方がいいので、採掘1つけときます。それをやっとくとね、硬い、花崗岩かな？花崗岩確かそうだよね。
ダイヤが1個つくやつ。これが掘れないせいで建築できないってあまりくんとかの建築担当の子が、本来だったら言い出しちゃうとこだったんだけど、1個つけとくことでね、星1つぐらいのだったら作れるでしょってできるから、後々が楽になるんですよね。というわけで、ここにポンプ置いといて、これこうしといて、ね。酒を水分って言い出したらと思ったけど、甘酒ならいいか。甘酒なんで、そう。お酒じゃ、アルコールが入ってない方だからな。そっちだから多分大丈夫なはず。ね。で、これもこれやっといて、多分こうつけといて、やっとこうかな。はい。ね。これは多分出来上がってからじゃないと怖いから、そのままにしといて、いい感じにここ水釜になってきたんじゃないかな。ね。で、どうしようかな。今、そこを水釜を作ってもらってはいるが、ぴょんぴょん流星群ですね。で、ここをこう作りたい。水釜完成が間近です。水釜そんな急いで作るほどのものでもないけどね。で、ここ設定されてて、どうしようかな。こいつの電気がすぐなくなるからさ、こっち先作るか。あと3つだし。ね。多分、銅の方は足りてる気がするので、あと20でも作っとこうかな。で、次の研究ができるそうなので、水洗トイレの道具だけ用意しておきましょう。はい。水洗トイレね、どこに作ろうかちょっと悩んでんだけど、ここでいいよな、でもな。ここに水洗トイレ化してしまおうかなって思います。多分それでなんとかなるはず。でしょ？あ、そこ埋めてくれたね。じゃあここもこうやっとこうか。ここ1個開けとくね。なんでかっていうと、タイミングによっては、ここに溜まった水をブロックで隠してしまう、壊してしまう可能性がちょっとあるので、1個だけ開けといて、水がここに来ても、建築後に上に逃げてくれるような状況にしておこうかなと思います。よし。これは、休眠入った？入らないね。よしよしよし。でも、いい感じよ、いい感じ。今のところ、進み具合としては、良い感じで進んでいます。ね。で、どうしようかな。この範囲で断熱する？ここからね、こう断熱するかって話になってんだ、今。ねえ。で、マス目的にはこれで18だからそこでいいので、そうな。そうだよな。これでいいかな。で、こうして、オッケーオッケー。で、こうして、で、やっとけばよくって、基本的には、下から建築ができると安全なので、こんな感じにしとこうか。ここちょっと怖えな。ね、先に、よいしょ。足場作っておかないと、多分砂が落ちて、左に行けなくなるみたいな事故が起きそう。でしょ？早めに、なんかあれだね。今日1回目の配信で、あと23分あるのに、もう断熱対策ができてるし、断熱というか、換気対策ができてるし、一応熱は手に入ってるし、なんかあれだね、サクサク感があるね。どっちかっていうと、俺早くさ、バブルスちゃんに、ダイヤモンドとこれ掘ってほしいんだけど、まだ経験値的にあれ合わないな。もっとあれか、採掘指示をいっぱい出すか。ね。多分採掘指示いっぱい出してあげれば、次の一手に繋がりやすくもなるんじゃねえかな。あー、ここにも完結あるね。いいね、いいね。それやっといて、あとは、ここら辺からちょっとこっちに、できれば水素塩素は、抜きたくないので、できれば抜きたくないので、あ、いい感じいい感じ。ちょっとここ上に登っとこうね。っていうのをやっておきます。で、そこは塞いであるから大丈夫です。ここら辺もな、本当はもう縦塞いじゃいたいけど、こっちの方にも道があるからね。ここら辺掘っといて、砂だけ気をつけて、埋没になってる子いないよね、まだね。大丈夫だよね。上の方も今掘ってねってやってんから、これあれだな、採掘担当の子を増やした方がいいかな。いやーでも建築だよな、欲しいのはな。建築指示がたくさん出てて、その間に採掘の子やることねえならこっちやってねって話にしてるから、ね。なのでそっちつけて、あ、ここの床はできたね。だからここもこっちで作っちゃって、もらって、そうだね。で、今日の目標な、このハイドラさん作りたかったんだ、マイクロハイドラ。で、それが完成していて、あ、もうあれだな、こいつも繋がっているんだから、これ繋げちゃって、ここ繋げちゃって、これでいいんじゃねえか？ここすでにね、水素がね、50キロ弱あるんだ、1マス。ねえ。オッケ
この状態で、そうするともうこっちがね、この子頑張んなくていいです。この子頑張んなくていいです。なので止めちゃいます。ね。これさ、壊すのもったいねえな。ちょっと電気切るだけにしとこうか。ここで。ね。まあいいや。これで、こうしとこうかな。ね。ちょっと、なんか別のものここ作ればいいから、一旦このハムスター残しときますね。でしょ？で、これやんともうこの子はずっとここに水素がある限り動くし、基本的にこの子ね、電解装置は水素を秒間で 112g 出すんですよ。でもこの子 100g しか使わないので、秒間で。ずっとどっちも動き続けてても、水素は基本なくならないです。で、今このネットワーク、電線につながってんのが、合わせても 360W。で、この子動き続けても 800W 出るんだから、じゃあなおさら余るよね、というのがここでの目的ですね。なので、それが完成したので OK という形にしておきましょう。よし、1個完成。研究が終わってんね。次なる研究はこれだな。これがないといけないな。俺がやりたいことをやるとな。よし、っていうので作っておきつつ。あと、ここは一旦塞ぎたいな。でも、下に行くルートがなくなっちゃうのか、それやると。いや、下に行くルートこっちからで作ろう。ね。またなんかスーツかなんか作ってさ。いつかな。こっから降りよう。ね。でやってあげればいいから、ここら辺も全部もう壊しちゃっといて、そこも壊しちゃっといて、それでいいね。うん。よし。でだ。これ上からで、建築全然いけるんだから、こっちはもう封じちゃおうか。ね。気をつけないとディプが中にいるのに封じるみたいなことになっちゃうんだけど、そこさえなんとかなれば、だからこの階段だけ先作ろうかな。ね。そうしとけば多分なんとかなってくれるでしょう。打っておいて、で、どうもあって、新しい制度ができるようになりました。一体何がもらえるのか。ピップいいね。ピップ来たぞ。ピップが、これでピップが来てくれたのなら、多分、何ができるだろう。ピップ来ても植物植えたところで温度がなって感じだからな。微妙なんだよな。ね。で、階段できたね。だから最悪こっから逃げてもらえればいいから、こっちだけ、作ってもらおう。あと、これを7とかでね、ここの壁作ってくれれば OK です。ね。ここ最後に作るか。なんか、こっちの方に行くのに階段降りちゃってるから。ね。でしょー。あと、ここ水タンクにしたいって話をしているんだから、ここの階段ができてほしいんだけど、それはちょっと優先事項ではないので止めといて、さあ、セーブが入ります。ここから右か。右にちょっと進めて流星群で、あと間欠線はもうないかな。今のとこ見えてる範囲だとな。ね。ここら辺になんかありそうじゃない？なんかありそうじゃない？ね。こっちも行きたかったけど、あったね。ここですね。はい、そこのところに間欠線がございます。間欠線いっぱい出てきたけど、バブルスちゃんがまだ来ねえんだよな。ね、リアムくんはね、操作担当なんだけど、メカトロにしたいなってところはある。けど、リアムくんが今やってるなんだっけ？最優先清掃か。で、配達とかやってもらってんのか。じゃあ、運搬つけとくか。ね。で、スティーブ研究なんだけど、プラネタリウムとかはまだ後でいいから、ちょっと運搬つけとこうかな、この子もな。ね。とっとと宇宙まで突き抜けて、グリグリネズミ買うのもあり。それね、すごくありだと思う。うん。俺もそれは思う。ちょっと危険度は高いけどね。こう。でだ。これさ、どうしようかな。手としては、ここだけ掘らなきゃいいから、ここ掘っちゃうって手はあるんだよね。こんな感じで。こんな感じで。いやー。なんとかして俺は、誰だっけ？バブルスちゃんにスキルアップを図ってもらいたいな。ねえ。こっちの方が嬉しいんだよな。で、まだ食料の方は大丈夫でしょ？そっちも大丈夫でしょ？ここ、あれになったね。タンクになったね。ここ断熱タイルじゃなくていいな。普通タイルでいいな、普通に。ね。だからこっちにして、そうだよね。断熱、下手に断熱にしない方がむしろいいんじゃないか？うん、下は断熱にしたいけど。うん。なのでちょっとここ作り直します。ここ作り直してもらって、ブロック何重にも電柱に貼っとけば時間稼げる。
まあ確かにな。いや、ブロックというより、普通に、なんだっけ、これ、空気式ドア。空気式ドア貫通できないので、あの子たちはなぜか。空気式ドア素材関係なく貫通できないので、そこを気にしないで食っても大丈夫かなとは思います。うん。で、ここ種も作っちゃうでしょ、そこも作っちゃうでしょ。あとは、このタンクが本当にずれてさえくれればいけるから、電気はもう、ないで大丈夫か。マジか、そうなんですよ。実は、空気式ドアだったら貫通しないんですよね、あの子ね。で、研究が終わりました。いいね、いいね。空気式ドア貼っとこうね。ちょっと試してみて。あれは。ただ、なんだっけ、卵が生まれた時に空気式ドアって貫通してしまうので、例えば、厩舎をね、空気式ドアだけで囲ってしまった場合は、ちゃんと卵の処理とかも考えなきゃいけないです。あともう一個ね、どんなタイルでもいいから、黒曜石製のタイルであれば、またあの子は外には出なくなります。うん。なのでね、案外、簡単に封印はできるんですよ。で、そこをやって、あ、そっちもできてるから、もうここ削っていいだろ。ね。で、下から多分、バーっとやってあげればなんとかなって、いくから、よし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 。で、あとはこっちかな。これ作って、こいつの代わりになってくれればいけるよね。うん。やったぜ。水タンクができた。ここ水タンクにするんだったら、これ追いやらなくてよかったんじゃねえか。で、ここ汚染水が溶け始めましたね、ここね。この汚染水、冷たい汚染水なんだけど、使い道あるかな？あってくれるといいかなっていう感じかな。今の段階だと。で、この子動くようになったでしょ？はい。というわけで、こっちが、この子がいらなくなるか。この子がいらなくなるので、壊しといて、ただこのままだとね、あれができないから、壊せないから、ちょっと足場だけ、作っとこう。1マスを木にして、こんなんでいいかな。はい。これで行き来もできるしな。うん。よしよし、こんな感じにしときます。これ浄水し、例えばここのな、汚染水、ちょっと温めて、軽く温めて、こっち持ってきてあげるのもいいし、だいぶ水溜まったじゃんな、これな。どっちかっていうとさ、もうこれ金山でここ置いといてさ、金山置いといてさ、こんな感じにして、ここに入れてよくね。これでここに突っ込んどいてよくね。なあ。で、電線もここから引っ張ってさ、どうでいいよね。こうしときゃ、いいじゃんね。ただ、気をつけないとね、もうこの段階で水の温度35度とか36度いってるから、多分速攻温まっちゃうので、100度とかはいかなくても60度とかの水になる可能性はあるんですよ。だから金山製の、まあ一応これで125度まで耐えられるから壊れることはないと思うんだけど、うん。ちょっとこの子の処理だけは早めに考えとかなきゃいけないかなという感じはあります。ね。部屋、まあいいか。ね、ちょっとそこで建築の指示だけ出しておいて、水は上がっているから大丈夫で、このパイプもいらなくなってんから壊しちゃうね。ここあれか。そっか。こんな作り方したけど、そもそも論こうしないとダメか。ね。よし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 。切る。まだか。バブルちゃんまだか。黒曜石が欲しいんだ、俺。黒曜石が欲しいんだ。ね。で、あとは壁作ってほしい感じだから、こうで、そうだよね。ちなみに、俺、研究には回してるけど、全然作ろうとさえしていないものって何かあるか。あー、そっか。あれ作うか。その他の中に熱交換プレートがあって、この中に氷っていうのがあるんで、これをですね、例えば、ここに貼ってあげると、これ800キロあるんだよ。熱交換プレートって1枚で。水でいうところの約1マス弱分あるんだよね。なので、ここにちょっと、熱交換プレート置いてあげると温度下がっちゃうけど、とりあえずは水の量をね、増やすことはできるよという形になります。同じような感じでね、ここのところにビャビャビャンってやっといて、ここに氷と雪が来るようにって運ぶようにってやっとくと、勝手にここ持ってきてくれるから、水がなくなりにくい、噴出しにくいっていう状況にもなるかなというのはあったりします。これどうしようかな。とりあえずさ、そこさ、手動エアロックにしとくか。ね、まあ、多分手動エアロックより空気のままの方が、あれはいいんだけど、熱の断熱感はこっちの方がいいんだけど、一旦ちょっとドアにしといて、
あと、パンチングマシーンもよくって、あとここか。ここどうにかしようっつってんだから、ここどうにかしような。よいしょ。ここの水槽を掘りたい。ここ左行くことって今ないよね、しばらくね。一旦ここはもう封じちゃおう。うん。全体的に壁を作っていきたいなって感じなので、この辺りはでも次回だろうな、続けられるとしたらな。もうお時間があと10分しかないので。なので、宇宙行こう。宇宙行こう。宇宙を見よう。な。この雪怖えな。よいしょ。宇宙を見に行こう。これが今は一番大事だ。ね。よいしょ。さあ、研究が終わりました。ここまで研究が終わってくれると、次にやりたかったことっていうのが1個できるようになるんですよ。なので、どうしようかな。それ先進めるか。どっちかっていうと。ね、早い。ね、早いよね。まだ、1時間ちょっとで、1時間ちょっと2時間弱で、ここまで来たので、あとやりたいのは、これ作っとくかな。それを作ったら全てかな。今やらなきゃいけない。あと冷蔵庫かな。うん。なので、ちょっとそれを作っておきつつ、この子の制御用のものが1個欲しくって、どうしようかな。ここに機体がいっぱいあるときはそれを使っていいだから、そうだよな。うん、そこでいいや。今作ったものをちょっとちょこちょこ建築に回していきます。ここが階段だから、ここがあれになるから、さあ皆さん、お久しぶりでございます。超お久しぶりでございます。本日のびっくりスイッチとキャパシタじゃない。これは多分、チャージとポンプだ。びっくりチャージとポンプ、こちら作っていきたいと思います。ね。めちゃくちゃ久しぶりだな、これ作るのな。これさ、そこにそれやっちゃうと合わねえな、場所が。量が合わねえな。いや、こっちも削るか。こっちも削って、こっちに、チャージとポンプを作っていこう。ね。だから、宇宙見ていくっつってんから、こっち6、優先度6にしておいて、ね。親の顔より見た CP。でも、親の顔より見てないんだよね。ここ最近やってなかったからな、俺な。俺、あれだな。ちょっと、階段にしてあげないとかわいそうだな。ね、さすがに、どの辺どのラインがいいいや、ちょっと待って、これ下からさ。でもそこのラインか。じゃあ適当でいいや。このライン。このラインで、階段を、これね、ここにあるのがね、火成岩、堆積岩、花崗岩とかあるね。花崗岩でやろう。花崗岩がなんだかんだで建築一番早い気がするんだよね。なんでかっていうと、花崗岩って結構普遍的にそこら辺に存在しているから、よいしょ。資源気にしなくっても、近くからね、持ってけるんですよ、簡単に。っていうのがあって、結構花崗岩で作ってあげると、デュプたちも喜びます。余計な移動しなくてよかった、やったぜってなる。ね。これは、そこはそのままにしとくか。で、逆にこれこうしとくか。ね。というわけで、新しく何かが作れるようになりましたので、ちょっと次のね、ものもらっていきましょう。ぐりぐりネズミの卵がもう来た早くないかぐりぐりネズミの卵を、でもね、ネズミさん多分ね、体温的に無理だと思うんだよな。ね。多分ね、ネズミさん、体温的に簡単に死んでしまう気がするので、あんまり無理してあれする必要もねえかなって気はするんだけど、この辺にしとくか。ちょっと、2マスぐらい開けて、2マスありゃいいんだよな。だから、違うな。こうして、こうしとくか。ぴょん。窒息仕掛けてる。ちょっと待って。何やらかしたん？先表示。どっかがいけてない？いや、いけてるのか。いけてるけど、帰ってくんのにめちゃくちゃ時間かかってんのか。そういうことね。オッケーオッケー。じゃあ、先にこっち掘ろうかな。先にここ掘ろうぜ。ここをちょっと先掘ってもらって、で、それは今一時的な、あれな。多分それだけだと足んないので、ここ掘ります。これ掘ります。いやー、そこまで掘るのも大変か、今。じゃあね、
じゃあ多分ね、これ二酸化炭素がここで凍ってんのよ。液体になってんのよ。液体になったせいで、ここら辺にある汚染酸素が上に行かないんだよね。それが原因で呼吸ができなくなってるから、俺が今やろうとしてるのが、オキシライトを確保する作戦です。オキシライトが、これかな。ちょっとこれ掘ってもらおうかな。じゃあな。ね。で、こっちは優先度7とかに変えておこうかな。うん。先にちょっとここ掘って、オキシライトを掘ってもらいましょう。で、このオキシライトを持って、ここら辺に落としてくれれば、ここに酸素できるから、ね。ここでもいいんじゃないか。これで、こうしとけば酸素出るんじゃないか。で、なんだっけ、あくまでテラリウムとかは作ってあげないみたいな。これもあれだな。ちょっとびしょ濡れつく可能性あるから、こうしといた方がいいな。ねえ。で、ちょっとそこ掘ってもらって、さあ、バブルスちゃんが、そろそろバブルスちゃんさ、来るよねー。最高。あ、ちょっと待って、帽子かぶんなと。あ、大丈夫？バブルスちゃんバブルスちゃん、これ先掘ってもらえない？無理かな？もう、別のを掘りたくなっちゃった。あ、ダメか。別のを掘りたくなっちゃったか。じゃあ、黒の帽子に変えとこう。ね。よし。食料はなんとかなってんね。今、泥団子をちゃんと焼くっていうことをやってくれてるから、なんとかご飯の方は確保できているようです。マッシュフライも1500あるからね。これがあるなら大丈夫です。こいつは壊しちゃって、こっちは階段ができたらで、これも壊しちゃって、で、俺が今やろうとしたのが、ちょっとこれは逆に早くやんないと大変なことになる気がするんだけど、こうかな。うん。で、上は多分普通に封じちゃっていいはず。ちょっと変な形にはなるんだけど、あまりくん大丈夫かな。それ帰れないとか言わないかな。ここだけ残しとくか。よいしょ。ここのところにですね、さっき呼んじゃったので、グリグリネズミの卵呼んじゃったので、これに囲ってここのところに卵だけ置いとこうかなって思います。さあ、研究が終わりました。後の研究は冷蔵庫ぐらいかな。で、これでね、水洗トイレが作れるはず。だよね。なのでちょっとそっちの方もやっておきつつ、ただ残り時間がもう4分しかないんですよ。4分しかないので、どうしようかな。これさ、別に病原菌つかないよね。そんなに熱出ねえから。だからむしろ、こっちの寒いところに、これ置いといてあげれば、勝手に滅菌されて、汚染度が土になってくれるので、これでいい気がするな。ね。で、こうしとくじゃないですか。ここの初期水も一応あるから、あとは、どうしようか。グリグリさんの問題があるからな。この高さでいいかな。液体貯蔵庫2個いて、衛星の浄水器で、こっちから水が入ってくれた方が嬉しいから、こうかな。うん。だね。で、多分ね、これでいいと思うんだ。もう、多分。にしといて、こっからこうで、こっからこうで、これがこうで、で、よいしょ。多分これ2個置きになるよね。2個置きにこんな感じになったのがつながって、これがここに入ればいい。これで一応ループができて、囚われたね。よいしょ。これぞ。レイラちゃん出れる？レイラちゃんレイラちゃん先にこっちだよ、レイラちゃん。そう。それで帰れるでしょ、君も。ね。危ない。そう。危険。ちょっと普通に塞いでたね、俺の道のね。で、これを作って、まだ卵は孵化しないからね、ちょっとゆっくりで大丈夫なんだけど、でだ、あとは、ここにこれやりたい。あと、ここもこれやりたい。どうしようかな。まあ、水は漏れねえから大丈夫か。だね。よし。で、あとは、こっちの方から埋め立てたいっていうのもあるから、それも進めるんだけど、下手に埋め立てんと、全体がダメになる可能性あるから気をつけないとね。よし、でしょ？どう？酸素。ここ切ったね。オッケー。オキシライトあるね。オッケー。オキシライトを、多分今の状態だったら、この辺持ってこれると思うので、持ってきてもらいましょう。ね。で、一応ここもね、オキシライト、まあ自然気化してくれてんから、これで上の方いけるでしょ。酸素詰まることもないでしょ。ね。ちょっと、頑張ってもらって。よし。バブルちゃんそこ掘ってくれてる。ありがとう。それはね、掘ってほしいの。今すげえそこ掘ってほしいの。なんでかっていうと、これがこっちでいいか。もう一個ちょっとね、水素発電機置いとくね。で、
さあ、さっき一回作るっつって壊してしまった例のあれ作っていきます。本日のびっくり、チャージドポンプ、こんな感じで作っていきましょう。電線はこう繋いじゃって、ここでいいんだけど、さっきなんでやめたかっつうとね、この電力変圧器も置かなきゃいけないのに置く場所がなかったんだよね。なので、こんな感じで作っといて。で、導電線が出来上がってるから、導電線多分ね、足んねえんだ。足りる？まだ足りてるな。あ、足りるわ。これでいいよね。これで作ってもらえれば、なんとかなるはず。で、あとは自動化ワイヤーとか等々作んなきゃいけないんだけど、多分、そっちは足りてない気がするので、自動化ワイヤー、でも自動化ワイヤーそんなにあれしないか。ねえ、これやって、リボンライターが銅で置けて、ノットゲートが1個必要だね。ノットゲートが1個置いて。いやー、なんかすごい懐かしいな。前回のね、エクストラシーズンの方で、これ作らなかったんですよ。だからで、その前のシーズンもさ、スイッチとキャパシターじゃないやり方やったんだよね、確かね。そう、だからね、すげえ懐かしいのよ。はい。というわけで、ちょっとここに建築のね、地図だけお願いしておいてと。あとは、みんな、ほら、本日の目的。ね、クリアできるんですよ。というわけで、宇宙が見えて参りました。ね、まだ地表に出る必要はないかなと思うので、このまま、ここら辺でね、一旦止めとこうかな。掘るのはここまでにしとこうかなと思うんですけども、本日の目標の2個目、宇宙を見る、地表を見るというところもこれで達成という形になりますね。やったぜ。最高じゃないか。ね。だからもうね、次回にはロケット飛ばせますね。次回には蒸気作って、ロケットは飛ばせそうですね。うん。でしょ？あと、優先度的には建築優先度はこっちの方が高いから建築しておいてもらいつつ、で、どうしようかな。これ普通に、これでいいと思うんだよな。うん。ただ、ちょっと条件1個追加したくって、ここに、今、精錬装置がない。7とかにしとこうか。のし豆を豆腐にしちゃおう。粗挽き豆腐にしちゃおうか。のし豆あった今。あと、ここら辺のし豆エリアだよな、でもな。のし豆、落ちてる。のし豆、ここに置いとくとね、冷凍状態だから、このままにあった方が一番いいんだけど、のし豆も育ててこうね、ちゃんとね、今回は。のし豆の育て方です。必要なのは、氷点下の温度。ね。と、二酸化炭素が必要なのか、大気的には。あと、土エタノールが必要だそうです。エタノールが必要ってことは、木を、エタノールに変えなければいけないという形になってくるので、まず木を育てなきゃいけないんだよね。で、木を育てるには、汚染水がないと育たないから、汚染水が必要になるんですよ。だからこっから、今回ね、間欠泉、数が少なめに設定してあるんですけども、なんとかして、もうあれか、黒曜石を掘れるようになったんだ。そういえば、なんとかしてですね、汚染水間欠泉を見つけてあげなきゃいけないという形になるわけですね。さあ、ここにいる、自分たちは、この惑星から安定した地殻なので、そんなにたくさんのものがない場所なんですけども、このエリアから、汚染水系の間欠泉を見つけることができるのかどうか。それがすごく大事になってくる、形になってきます。どうしようかな。こっからさ、こっち削るか。ね。で、なんかこんな感じで、もうヘドロとか全然気にしなくていいからね。ヘドロ気にしなくっていいから何がいいかっていうとさ、キノコ畑がすげえ作りやすいんよ。ね。なので、これさ、いけるよね。今んとこまだね。うん。なので、ちょっと念のためここに階段作ってもやって。よし、ここのところにちょっとここに呼んださ、卵だけでもなんとかしないとなと思って。もう研究今のうちにやる必要があるもんないよね。ちょっと、最終的にはやる必要があるもんいっぱいあるんだけど、今日のうちにやっといた方がいい研究はもうないと思うんだ。これやっとこうか。酸素マスク。ね、酸素マスクあったらもうちょっと遠くまでそもそも削れるもんね。うん、ここでも酸素生成してるし。というわけで酸素マスクを作っといて、で、これは設定をコピーでニャンってやっといて、なんか作れるようになったから何をもらっていくか。みんな、亀吹雪柄のスーツ着たよ。どこだっけ？スーツ着たよ。スーツ誰がいい？バブルスちゃんに気をつかせようぜ。今日頑張ってくれてるから。ねえ、バブルスちゃん。いやー、似合ってんね、バブルスちゃんね。なんかめっちゃアクティブな感じがする。ね。
で、そこら辺ほっといてもらってね。ここほっといてもらえるとね、これを、グリグリネズミの卵さ、もうここに置いとこうか。深町のこれさ、ここに置いとこうぜ。何が起きるかもうわかんねえから、早めに床ができたんだったら。ね。で、これ囲ってる状態だからもう OK で、問題は、ここにグリグリさんが来た時に大変なことになるので、基本的には、ちょっと監視をね、しとかなきゃいけないです。うん。で、ここ片付け用のタンクを作っていないから、格納庫作ってないから、ここにちょっと片付け用に置いといて、マジグリグリさんがあれだな。なんだっけ、孵化すること自体はいいんだけど、なんだっけ、あれすんのが、ここで卵生まれるのが怖えな。そこだけ気をつけないとな。で、ここに片付けのみすべてで、ちょっと設定しておけば多分片付けやってくれるからね。オッケーオッケー。ってやっておきましょう。パンチングマシン終わったな。どう？まあでも足りてんだろ、多分。終わったってことは。ね。これ上側からさ、こっち側から、こう行かせればいいから、なんか変な形になったな。こう行かせればいいから、ここ封じちゃっていいよね。この封じ手のところさ、本当はドアにした方がいいんだけどね。こんな感じで。ちょっと取り扱いがまだ決まってないので、一旦完全に封印しちゃいますね。でしょ？で、これができてて、それの自動化ワイヤーもつながってて、だからこのパイプさえできてくれればよくって、あとこれか。これを1個置いといて、こいつをね、ここに持ってきたいんですよ。で、この子が動く条件をちょっとつけたくって、何かっていうと、そもそもここの水素がすげえ量あったら、例えば20キロ以上あるんだったら、これにために残しとくだけだともったいないよねって話になるので、20キロ以上かつ、このチャージドポンプでこいつ発電していいよってなったらって形にしたいんですよ。だからここで、アンドゲートが必要になったわ。アンドゲート研究しとこう。アンドゲートまだできてないのか。アンドゲートが必要になったからそれ研究しておきます。ね。よし。というわけでですね、お時間がもう10時半超えてしまいました。なのでね、今日は一旦もうこの辺で終わりにしてですね、続きの方は次回に回していこうかなと思っております。今日やったこと、一体何かっていうとね、その前にここに氷入れとくな。氷と雪だね。をピャンってやっとこう。はい。今日やったこと、まずこの極寒惑星を、呼び出しました。これによってですね、デュブたちは寒いところでの生活を強いられる形になったんですけれども、その中でですね、酸素がとりあえずなくなっては困るよねということで、まず最初にこちら、電解装置を使ったマイクロハイドラを、完成させました。これね、一応、気圧センサーもあって、これ多分ね、1700とかにしといた方がいいかな、そろそろな。ね、なんで増やそうとしてるかっていうと、エリアが広くない、なんで7が、7入ってくんないの ?7 が入らねえな。1700って打たなきゃダメか。ね。だいぶちょっと広い範囲に酸素が必要になってきたので、ここだけが1500円なんて困っちゃうなと思って、こっちの方まで酸素来てくんないなってなるから、ちょっと気圧上げておきます。ね、とりあえずここで電解装置動くようになりましたね。温度の方はやっぱりこんな感じでね、ちょっと温まるんですよ。電解装置の周りって70度ぐらいで出てくるのかな、水が。なのでこの暖気はちょっと使い物になるよねということで、全体を今断熱タイルで囲っているところでございます。まだ左下だけ、左側かな、左側がまだできてないんだけども、とりあえず右側を塞ぐことができてるので、こんな感じで温度の差がね、ちゃんと出るようになっていますね。これ下手するとここ熱くなりすぎるからちょっと気をつけないとね。で、もう一個、やりたいなっつってやったのが、宇宙を見るです。ね、地表、ここまで届いてますね。一応空気は抜けてないから大丈夫だと思うんだけど、これでもう地表、ここにもあれがあるじゃないの。落ち着きがねえな。地表がね、見るというところまで今日やろうかなって言ってたんですけども、無事そこまで見ることができるようになりました。これは、ここまで来てんだから、ここ掘って、こうしてあげれば多分届くよね。これで一応そこは見れるね。っていう形になりました。多分ここがこれ掘って、これでいいはず。はい。で、宇宙地表見ました。で、もう一個やったのが、さっきもちょろっと言ったように、ここ断熱タイルで囲って、外のね、寒さに、
影響されにくいコロニー作りというのを進めていましたというところまでやってきました。おまけとしてはね、間欠泉として蒸気間欠泉、110度の蒸気が出てくるのが出てきたので、暖気も取れれば水も取れるというので、もうほぼ価値格状態になっております。他にもですね、間欠泉を1、2、ここら辺にあった気がするな。ここは3、で、今見つけた4箇所間欠泉がね、見えているので、次回あたりはそこもね、明るみに出しつつ、もっとマップ広げて、どんどん下の方にも、掘っていこうかなと。で、多分、これのサイズだけだと狭い気がするので、直々というか、その都度都度こう広げてはいこうかなと思ってるんですけども、次回はそこまでは多分やらないと思うのでね、ひとまずは、なんだろう、食料かな。食料周りもうちょっとなんとかしたいなっていうのと、間欠泉広げたいなっていうのと、マップ広げていこうかなっていうあたりを進めていこうかなと思いますので、よかったらまた、ここにもよかったね。また次回もね、遊びに来ていただけると嬉しいなと思います。そんなわけで今回は、オキシジェンノットインクルーデッドシーズン12、もう12回目ですよ。ね。シーズン12、暖気禁止な極寒惑星、こちらプレイしてまいりました。この配信が面白かったなと思っていただけたら、思いのほかサクサク進んだというか、なんだ30サイクルでここまで行くんだっていうのをね、思っていただけたら、ぜひとも高評価ボタンよろしくお願いいたします。そして今日から始まった本シーズンですのでね、この先どうなるのか、最終的な目標は時空の裂け目に行くなんですけど、時間の裂け目かに行くなんですけども、果たして宴はそれをちゃんと達成できるのかどうか、ちょっとでも気になったらですね、ぜひともチャンネル登録していただいて、また遊びに来ていただけると嬉しいです。それではまた次回。水洗トイレもできそう。できそう。水洗トイレもできそう。